チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。いらっしゃいませ。カフェスカーレットクローバーズへようこそ。ここは誰もが思うままに過ごすことのできる空間。どうぞあなたもごゆるりとお過ごしくださいませ。はい。皆様、こんばんは、こんばんは。どうも聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。本日も、配信来ていただきありがとうございます。本日は占い師 V と左翼 V がコーヒートーク東京実況プレイの第2回ということで、深夜のカフェでバリスタとしてお客様に一杯を提供し、その選択によって会話や結末が変わっていくコーヒートークシリーズの最新作、コーヒートーク東京を初見実況プレイしたいと思います。本作には死別や喪失、慢性痛や障害、精神的不調、飲酒、喫煙などに関する会話が含まれますので、視聴にはご注意ください。ということで本日も音花風花さんよろしくお願いします。はい、スカーレット待機勢の皆様お待たせいたしました。スカーレットクローバルツピンクの方、人権派の占い師魔法少女音花風花でございます。こんばんもどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ということで、ノミネーさん、サリーさん、コカラスです。スカーレット待機なかなかやらないですが、またありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、まあ、いつも書いてるんですけど、概要欄のですね、すずりショップでグッズ販売してます。よろしくお願いします。あと、熊本地震への寄付先や、音花風花さんが作成に関わっている署名へのご協力もですね、ぜひとも、余裕のある方はよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい。
ということでですね、初見実況になりますので、謎解きやストーリーのネタバレ指示等は、お控え願いますよ。よろしくお願いします。あと、配信チャット欄、コメント欄、ルールには差別禁止の、条項などが入っておりますので、チャットするときにはご注意くださいませ。よろしくお願いします。お願いします。とりあえず大丈夫ですかね。音声大丈夫ですよね。多分大丈夫かな？多分。OK かな？はい。OK かなということで。はい。ということで始めていきたいと思います。はい、お願いします。ということで、前回2日目まで終了しました。ゲームの進行度がそれなりに進んでる、割と、もしかするとやっぱ周回プレイが、想定されてるのかなっていうくらいの進み度ですね。大丈夫です。ということで、ミネさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでやっていきましょう。やばい、削除が近いんで。怖いや、そう、怖いですよね。ということで、どっちでもいいのかな。続けるでいいんですよね。なんか続けるとゲームとロードって何が違うんだろうって一瞬思ったんですけど、まあいいや、続けるにしましょう。はい。ローディング。はい。ということで、前回2日目が終了して新聞が表示されちゃったところで終わりました。ということで、8月1日ですね。なんか先週になっちゃいましたけど、毎晩新聞、若い父親の育休取得増加、新調査で明らかにと。素晴らしいな。いいな。これはいいことですね。はい。で、ちゃんと、なんでしょうね。俗に言うイクメンみたいな感じで言い表すのって、育休、育児するメンズだと思うんですけれど、育児するのは当然なので、そんなことでちょっとっていうところではあるので、まあだから女性ジェンダーに母親っていう像に押し付けてきたものをこう解放して、でもちろん子育てに関わりたいっていうね、まさに親なので、そういう人たちが、まあ、その、マッチョな社会で子育てをするなんて男らしくないっていう、で、嫌な空気っていうか、そういう、なんか、ある中、きちんと育休を取れるという社会があるのは、健全ですね。本当に日本増えてますかって感じですけど。なんか、そう、会社の方針で取れって言われたから取ってるだけとか、取ったら昇進に、いい評価になるから取っただけみたいなこととかも聞くので、まあみんなちゃんと、まあ保護者頑張ろうねっていう感じですね。はい。ということでですね、まあ、始めていきたいと思います。はい。夏の夜、列車で京都に向かい、何これ歌えないんですけど。街明かりの下で道を間違え、見かけたあの子は、何だったかな？眩しすぎて瞳がくらんだですよ。それだ。ありがとう、ウィン。いえ、大好きな曲なので。名曲だよ。メロディーがとっても耳に残る。それでよかったのさ。なんなんだよくわからん。何の曲だろう。何の曲なんでしょう。ゴゴブリンさん、ここからです。今日は福岡で小泉進次郎何言ってんだスタンディングに参加してきました。ありがとうございます。はい、防衛より防災だ。はい、ありがとうございます。やっぱね、自民王国、麻生王国と言われる福岡でその活動をすることの意義ってすごく大きいと思うので、本当にいつもね、やってくださってる活動をしておられる皆様、本当ありがとうございます。ありがとうございます。はい、私はですね、早く小泉が辞任すべきであると、強く主張していきます。はい。はい。ということでですね、615さんがもうコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。新キャラ？どちらも初見ですね。左のキャラクターはあれか、タイトルっていうか、広告で見てるかな？えらいご機嫌じゃない？バリスタ？まあ、ビンが最近この曲ばかり聴いてるもんでね。
ちょっと、まるで私が悪いみたいに。今のなんて曲？待って、これ多分あやめさんと声の違いがつけられないやつだぞ。大丈夫か？エリカさんって言うんですね。エリカさん。燃え尽きた夏だよ。あ、それ知ってる。YouTube で聞いたことあるよ。うん、差別とかがないプラットフォームだといいな。ああ、Wii なので余計にいいかもしれない。けど、そんな曲じゃなかったけどな。エリカったら。いや、エリカちゃんが正しいよ。歌は得意じゃないんだ。でも、あなたの入れるコーヒーは格別だわ。イギリスでも恋しくなったくらいよ。イギリスに行ってた人？なんかまた2人目ですね。あ、そっか、この前の方のパートナーさんか。エミさんでしたっけ、名前。そんな気がする。ということで、ちょっと前回を振り返りつつ、友達を確認してみましょう。前回アッシュさんというですね、専業主婦ピクシー族の方がいらっしゃいました。でもアッシュさんのパートナーさんはまあバリバリ働くんですよみたいな感じでして、それがエミさんかな。まあ年齢的にもそれっぽいですよね。なんかそうエミだったような気がしないでもない。でもなんとなく、いや名前を正直覚えていない。研究者体と魂のつながり証拠倫理共感というですね。大事。科学者っぽいけど、その体と魂のつながりって割とスピリチュアル的な発言ではあるんですけど、ちゃんと証拠とか論理って言ってるので、大丈夫と安心しましたね。はい、それは大事。はい、ありがとうございます。なるほどな。ということでストーリーはどうなってるのかな。いろいろ更新してますね。本日のメインイベントは東京から鹿児島までの新幹線トリップゾナ約1400キロを6時間ちょいで操作するとは日本恐るべしという、なんか日本すごいが喜びそうなこと言ってヘンドリーさんですね。いや、まあただ日本はでもやっぱ縦長いから単純にそれが実装しやすかったってだけの話なので、日本がすごいわけではないっていうところではあるんですけど、でも鹿児島来て楽しんでいってくださるといいな。ついでに福岡とか佐賀とか熊本とかね、長崎行っていただけると嬉しいな。宮崎、そうですね、ついにフォーミー1が去年ジッポドックでいいのかなでやったライブの映像をゲット。ブックオンにないものはなし。ゼップなんとかってやつかな、もしかしたら元ネタ。そうですね、ゼップ東京とか ZIPDC かな、読み方よくわかんないですけどそしてこちらがアッシュさんですね。お気に入りのカフェの一杯を自宅で再現しようと奮闘中。最大の隠し味はおそらく誰かが入れてくることのように思われるなるほど。いや、そうやっぱね、誰かが入れてくださったっていうもうその行為だけで心の幸福度が高いので、そうなるんですよね。ディープシティはもう2日後。東京のみんな喉が潰れるまで歌う準備できてる。喉が潰れるまで歌うのはやばいと思いますよ、13。やっぱなんかやっぱ米津さん風ですよね。そうですね、なんかビジュアルイメージをだいぶ意識してるっぽいのかな。はい。まあただ一応世界に認識されてる日本アーティストで差別とか排外主義とかが染み込んでいないアーティストがこうやってちゃんと選ばれてるんだなっていうところは、よかったかな。そうですね。はい。頑張ってほしい。叩きに負けないでほしい。そしてアッシュさん、時差ボケが未だ抜けきらず、お湯を沸かさずに注いでしまった。なるほどな。お帰りなさい。数時間後に当店でアイスティーをぜひということで、まあアッシュさん今東京にいるはずだから入れたてのコーヒーの匂いで腹ペコになっています。本日のおすすめはざるそばです。ざるそば誰なんだろう。ペンギンの鳴き声に癒される。この方いまだに来ないですよね。ねえ。
チキンカツカレー、次は水の量を 750ml に減らすこと。これ誰んだなるほどな。まだ登場してないですね。いやー、この二日酔いきつー。また帰宅後にまだ飲んでるじゃんっていう。ブルーさんってあれですね、前回誠さんの口から出てたルームメイトさんですよね。そうですね、はい。仲良しなんでしょうね。なんかすげえいっぱい出てきたけど、さすがにちょっと見切れない感じがするので、なんかヒントが欲しかったら、友達を確認するようにするようにします。かな。はい、ペンギンの鳴き声は癒されます。すごい説得力のあるコメントをしてる方がいる、そうですね。ここは割と鳥さんが集まる配信なのでね、はい、チャンネル主がカラスですからね。はい、カラスマ100は、鳥のですね権利を守ろうとしております。いや本当ラピダスに反対してるので、はい。いやマジこの国書でアニマルライツを急がないといけないっていうライオンさんのニュースがすごく辛かったので、ね、はい、やっぱちょっと頑張って進めていかないといけないですね。同時進行で命を救いましょう。はい、権利を守って、それは最高の褒め言葉だね、エミさん。そのイギリスはどうだったの？アッシュさんが君が向こうでも働き始めたと言ってた。そうなの、メールが止まらなくてね。普通は助手に全て任せておけばラボが半分吹き飛ぶとは思わないでしょ。重大だな。大丈夫？なんでそんな音花風花みたいな人が助手してるんです？大丈夫ですか？助手さんも登場するのかな？本当に吹き飛んだんですか？会いたかった。私もですよ、エリカちゃん。それでラボの方は？いえ、吹き飛んでいないわ。けど吹き飛んでもおかしくなかった。ちょっと働きすぎじゃないですか、エミさんは。夫から何か聞いてるの？なんとなくですが。正直休暇中に働くのは答えたかな。何しろアッシュのご両親の視線をずっと感じて無言で責められている気がしたわ。だってアッシュさんに対して専業主婦は良くないみたいなこと言ってたのも多分だからアッシュさん側のそうですね。これでなんかピクシー族なので家事をするのってピクシーの一つの性質としてあるから、もしかして家事はやって当然っていう目で見られてるんじゃないかって言ってたけど、これだとやっぱり当初の懸念通りっぽいですね。なんでお前が外じゃなくて妻が外で働いて稼いでるんだ、なんでお前は養ってもらってるんだみたいなことなのかな。悪しき家父長制滅するべし。はい、許さない。滅するべし。有限のこともあったけど、アッシュさんもそう言ってましたよ。はい、なかなか大変だったみたいで。私は大して気にしてなかったの。けどアッシュの方が参っちゃってね。ちゃんと多分割り切ってるし、多分他の研究者ってやっぱりまだ男性優位の社会なので、やっぱその職場とかそういう世界のその業界の中でも多分いろいろ荒波に揉まれてきたから、もう開き直ることができるっていうすごく悲しいところなのかもしれないですけど、やっぱアッシュさんはやっぱそうやって自分の在り方を否定されることも、妻のエミさんの生き方仕事を否定されるってこともやっぱり許せない、辛いでしょうね、それはね。
はい。うん。ということですみません。友達で見たのに、ちゃんとね、前回の筋を説明しなかったのに、すいませんでした。ピクシー族の、まあ、他にもいろいろ来たんだけど、アッシュさんという人が来店しまして、まあ、専業主婦である、まあ、自分の立場ですとかね、英国のピクシーである、まあ、自分のこの話とかをされてたんですけど、まあ、その中でちょっと実家といろいろあったんだみたいな話がありまして、その詳細が今回妻のエミさんと娘のと思われるエリカさんから語られてるという話ですね。はい。ね。自分の親ほどイラつかされる存在はないわ。ね、エリカ？パパとママはいても構わないよ。あら、私たちがいても構わないの？それはお優しいこと。ママ、分かってるくせに。そうね。でも、おじいちゃんは優しかったよ。おばあちゃんは実験用のフラスコを買ってくれたし。そりゃ、二人には優しくしてもらわないとね。でないと、私がガブッと噛みつきますので。それか、幽霊をけしかけたりしてね。まあ、今は引くとこをわきまえてるけど。でも何が面白いって、アッシュのお父さん、昔は週に70時間も働いていたのよ。それはすごいな。だって8×5=40だから30時間残業してたか、まあ土日も出てたっていうことでしょ。まあ土日も出たところで、まあ7で割ったら10時間だから毎日10時間働かなきゃいけない計算になりますけど。ローキ仕事してまあでも昔って言ってるけど、でもどうなんだろう、ここまで働かないと養えないっていうブルーカラーでしんどかったのか、それとも自分でその没頭していたのか、どっちにしたって搾取ですけどね。結局は変わりないので。でもイギリスで70時間はやばいな。サッチャー時代かな。怖いな。もしどうしよう、これでサッチャーの話題とか出てきたらね、怖いな。そうにしましょう。っていうかもう地獄に行ったけど怖いよ。はい。だからまあどっちもどっちでね。70時間は働きすぎだよ。そりゃそうだ。そりゃそう。ママは何時間働いてるの？多分60時間くらい。それでも十分多いし、私の学校って週20時間くらいかな。けどもっと長く感じるよ。実際もっと長いわ。正確には毎週 32.5 時間通ってるの。そっか。なんかエミさんもだいぶあれだな。個人で独立してラボとか持ってて、まあ実質休憩してる時間も仕事に含まれてるみたいな感じだったら、まあどうしようもないのかなって感じはあるけど、雇われ研究者で60時間多すぎですよね。ちょっと働きすぎですわ。そう。休んだ方がいい。ね。大丈夫だかな。いや、心配だな。アッシュ家が心配になってきました。はい。そうですね。やっぱ、研究職、裁量性って
って言われちゃ裁量制なのかもですけど。まあ多分裁量制労働なんでしょうけど、だからね、完全に雇われというか、一般労働者で働きすぎだったケンジさんとかアッシュさんのお父さんとは違うとは思うんですけど、ただね、やっぱオーバーワークな気がするのでっていう感じですね。はい。エリカちゃん大丈夫かい？多分大丈夫かな。さてと、私たちの話はさておき。ウィンはどんな感じだったの？まあ、問題なくやってましたよ。問題がないのに、なんでこっち見ないの？こないだ科学のドキュメンタリーで見たんだけど、人ってね、嘘つくとき目をそらすんだって。それは正しいよ、エリカちゃん。けど、人を考え事をしてるときも目をそらすものでね。今のもそっちだった？考え事してたの？いえ。もう話しちゃいなさいよ、ビン。はいはい、わかりました。その前に、自分で飲み物を作っても？私が作ろう。何にするかい？すみません、バリスタさん。新しい冷蔵庫を待ってる間、生クリームが恋しくて。ウインナーコーヒー風の一杯お願いできますか？ミルク入りの蜂蜜抜きで。ミルク入りのさっきでクリームっていう言葉が来ましたよね。が出たので、はい、今作からですね、ホイップクリームとアイスクリームっていうものが追加されました。はい。はい。で、ウインナーコーヒーだから、ホットか？ホットなのか？まあ、ビンさんのあれにはわかんないよな。レシピ、ハラペコ？レシピ超簡単アイスオレ。アイスオレはちょっと違うっぽいな。そうですね。なので蜂蜜を入れないで代わりに何か入れる。このキャラは出来たてほやほやのレストランでハイキッチンのオープニングに来てる。ここだけの話、今年一番の店になる予定。あとはサーブが早いことを祈るといい。だって俺はすごい腹ペコということで、ルーカスくんだ。ルーカスさん、いや、前作のすごく印象的な中心キャラでしたね。そうですね。はい。こんなとこにいるとはびっくりですね。びっくり。やっぱ友達でその前作までとかの舞台が変わったので余計にこの友達るでそういうのを感じることができるっていうのは面白い演出っていうか、薬とするというかね、嬉しいですよね。嬉しいですね。ここで登場してくれるとは思わなかった。でもルーカス、なんだあれをくれないください。はい。フレッシュがエプロン姿で行ったというのはなんかいいエピソードだけど、レシピがない。レシピをください。っていうことでですね、レシピのヒントがないんですけど、ウィンナーコーヒー、まあただコーヒーであることは分かってるから、そうですね、コーヒーのでソイミルクでホイップかな、ホイップクリームか。まあこれはでもこれで正解か、まあ、だと思います。ウィンナーコーヒーはね、やってみるか。間違っても5回までリセットできるので、ね、そうよかった。やったー、一発。おしゃれな名前。ウィンさんのためのだからウィンナーコーヒーですって。本当だ、ウィンナーコーヒーになってる。いやー素敵素晴らしいですね。やっぱこういう個人でやってて、その
まあ、でビンさんは特にそのお客様っていうところを超えた、ね、従業員ともにしてるすごく、ね、大事なキャラクターなので、その方に向けてのオリジナルメニューがあるって素敵ですよね。あ、いいな。素晴らしいですね。はい、ビンナーコーヒーを提供。はい。ビンナーコーヒーを召し上がれ。あー、見た目が美しいです。私ではこうはいかなくて。うちで働き始めて数ヶ月にしては君は十分よくやってるよ。すっごく美味しい。そしたら本題に入ろうかしら。仕方ないですね。実は最近下手の調子が悪くて。またなの？ちょっとだけですよ。すっごく痛いの？ウィン。いやいや、ご心配なく。前よりはずっとマシですから。それは今も辛いってことだよね。そうですね。ナノクラフトさん、コンカラスです。セイスありがとうございます。いただいてありがとうございます。本当に？はい。別に強がりで言っては。私の前では正直に言っていいよ。何でも遠慮なくね。そしたら、はい。ありがとう、エリカちゃん。まあ、ほとんどは単なる不快感で、たまにちょっと痛むけど、四六時中じゃないですよ。義肢の調子が悪いと痛むの？それもありますが、毎日ちょっとずつ痛いって感じかな。辛いよね、ビン。そうやっていつも体が痛むのはしんどいはずよ。本当にずっと痛いの？それすごく不思議。だって私は今頑張っても何にも感じないよ。たまに袖が手首に触れたり、耳に髪の毛がかかったりするくらいでさ。もしこれが痛みだったらそのことばっかり考えちゃいそう。間違ってはないですよ。すごく疲れやすいのは確かですし。けどまあ、慣れてきたっていうかな。慣れてはダメよ。つまり、自己以前の体には戻れないけど。それにタダでもらってますし。タダとは違うわ。お金を払ってないだけでね。それに科学的研究の被験者になることを棚ぼたみたいには呼びたくないな。でも命は助かりました。それはそうだけど、あなたが必要以上に苦しんで当然とも思わない。だってオーグメント社の研究の骨子は苦痛を最小限に抑え有用性を最大化することにあったんだから。資料にもそう書いてあったね。ただ何なんだろう、オーグメント社の研究員なのかな、エミさんは。いやでもあれでしょう、話がちょっと変。そう前回なんですけど、その、はい、ウィンさんの義手の製造元を廃業したはずなので。そうですよね、言ってましたよね。
だからそれでメンなのでもしかすテナンスるとがちょっとっていうような話だったり、話だったので、うんもしかしたらだからエミさんそこからの引き抜きされた方とかうんなのかな。可能どうなんだろう性ありますよね。うんいやでもそうウィンさんの受け答えに日本の悪いとこが全部詰まってて、うんただでしてもらってるから悪いことは言えないとかだったり、その、自分が大丈夫って自分だけが辛い分を我慢すれば大丈夫みたいな悪い自己犠牲をしてるのがちょっとじゃないな、だいぶ悲しいですね。かな。でしかもちゃんとだから科学的被験者になってるわけだから、別にそのタダでもらってるわけではないっていう。しかもその状態で会社が倒産なりなんなり解散なりしてると、まあ正直いい迷惑ですよね。だって付け替えることもやっぱ難しいのであれば、って感じかな。なんか苦しいな。なんかみんながみんな優しいからこそこうすれ違っちゃってもどかしいっていう感じ、やっぱコーヒートークこのもどかしいっていうのがすごくギュッて詰め込まれてる作品だと思うんですけど、今すごいただエリカちゃんが子供としての、わかんない、ママって言っておられたのでおそらくね、お子さんだと思うんですけど、やっぱ子供の前で嘘はダメだよねっていう大人の言い訳をエリカさんが分かってそういう振る舞いをしているっていうところは、やっぱエリカちゃんがすごく優しいことの証明でもあるし、お育てになっているママとパパ、エミさんとアッシュさんが愛情深く慈しんで育てておられるからこそなのかなって思うと素敵ですね。やっぱ家族っていうのは名乗るっていうか、戸籍上家族でもねっていうとこですけど、こういう素敵なね、こうお互いにお互いを大事にし合える関係性だと素敵ですよね。そうですね。ですね。オーグメントで痛みのない有益な人生を。調子がいい日は多少そう思えるかな。ただ有益な人生と言われてもその言い方もどうかと思うし、そう益じゃなくてこう幸せとか元気とか不安のないとかだと思う。利益の益じゃないですか、結局有益って。そうですね、なんかピンとこない気がするよ。間違ってないわ。けど私にはピンときます。私の人生には当てはまりませんし。いやそんなことは。とにかく嘘は言いません。オーグメント社が倒産した時、別の企業の介入を願ってましたが、未来ラボは結局技術を売却できなかったんですよね。まだ可能性がなくもないわ。そもそもオーグメント社を潰すことがありえない。せめて全てのラボ長に相談すべきだった。よくあるやつかな。経営者たちが負債を隠して夜逃げするパターンか、これ。どういうことだ？オーグメント社の下に未来ラボがあったってことでいいんですかね。よく分かってないんだけど、なんか逆に。もしかすると技術提携かもしれないです。だから販売研究をしてその組み立てとかそういう製造のノウハウを生み出す研究所と、それを実際工場とか運営して販売する会社のっていう感じの提携で、だからオーグメント社がその売る側で、未来ラボがもしエミさんが所属しておられるラボで、そのオーグメント社との契約のせいで売れない多分なんかいろいろっていうとこなのかな。でも未来ラボが技術を持ってるんだったら、未来ラボがやればいいんじゃないですか？そういうことじゃないのか。いや、なのでもしその契約書とかの内面、その
書類の中でいろいろ契約に縛られて動けないところがあるのかもしれない。特許的なやつだとか。でもでも倒産してるし、有益じゃなくて人の人生をどうにか支えていかなきゃいけない技術で有益だのなんだの言われても、困りますよね。やっぱ自分勝手すぎますよね。はい。そしたら私は反対していたわ。エミさんは優しいですね。少なくとも設計図くらいは公開すべきでしょ。一般の人でも役立てられるのかい？無理ね。有能な技術者がいないと技術の再現は困難だけど、少なくとも未来への道筋は残せるわ。こうした画期的な技術は本来オープンソースであるべきよ。そう思います。それは正論です。はい。シートベルトをね、特許出願しなかったのと一緒の理論だと思うんですけどねっていう。はい。生成 AI の学習セットには何が入っているんですか？オープンにしてください。ソースオープンお願いします。はい。私の研究分野がもっと近ければよかったのにね、ウィン。他にやりようがないか考えてみるわ。どうぞお気遣いなく。肉体と魂の関係を調べる研究もすごく重要じゃないですか。どのみち今から専門は変えられないしね。ほぼほぼ別分野だとゼロからスタートになっちゃうから、それを待つ暇がないっていうところはありますよね、確かに。そうですね。で、エミさんが魂とか肉体とか、研究をしてて、幽霊に対する言及もあったけど、もしかすると、あれですね、エリカさんだっけの救済に何かあやめさんあやめさんか。ごめんなさい。あやめさんの、研究に役立つというか、彼女の救済になんか関わってくるかもしれないですね。そう、コーヒートーク、こういう人と人とのご縁とか絆とかがつながったりこう広がったりしていくのを見て、こっちも感動するっていうゲームなので、いいなそうやって誰かが誰かを助けていく、それがね、巡り巡っていい社会ができるはずなんですよ、やっぱね。情けは人のためならずなので、そうですね。本来の意味でそうですね。本来の意味でそう本来の意味でね。仕事は好きなの。でも会社に関しては特に愛着は持ってなくて。でも素晴らしいチームなんですよね。ええ、みんな有能よ。エリカ？さっきからやけに上の空ね。企業の話は退屈だった？違うの。ごめん。新しく入ったコーヒー豆を見ますか、エリカちゃん。当店の新しい焙煎でして。焙煎方法がすごく面白いんですよ。見せて。ビンが前に話してくれた動物が食べるコーヒーの話すっごく好きだったし。ザコウネコですね。それ、ああいう話をもっと聞きたい。なら、行ってきなさい。そういえば、エリカちゃんの様子がちょっと変だとアッシュさんが。そうなの。気づいた？普段より少し元気がないかな？なるほどね。けど、その話をする前に、素晴らしきインドネシアの飲み物を作ってもらえない？生姜の効いた濃いコーヒーをね。あれですね。あれですよね。
あれですよね。なんだっけ。お久しぶりです。お久しぶりです。これも前作前々作とかで出てきたあれですね。ですよね。でもまだそうだよね。レシピ入ってないし。なんだっけな。友達になかったっけ。ありましたよね。そう、なんかあった気がする。あった気がするけど、レシピ、そうか、待って、それか、あれかも、はい。あれ、ロード中に入る、ところで、なんかこう、メニュー見れるやつで、なんかそう、カラスマさんね、レシピとかが出てくるためにスクショを取って、メモしてくださってるんですけど、でも多分ですけど、これあれですよね、前の警官さんに振る舞ったやつとかだったかな。そうですね。ということは、とか前々作で、出てきたやつだと思われる。はい。ということはですけど、多分まあその時はソイミルクじゃなくてミルクだったので、まあだからつまりミルクはないっていうところがわかるあるけれども、そうですね。いやー、でもなんだったっけ、今回、そっか、昨日つうか、先週のですね、一応スクショ撮ったんですけど、先週のスクショには確か入ってないですね。どうだったかな。前作のスクショはないな。でも多分コーヒーで生姜と蜂蜜だった気がするんですけど、わかんない。それかコーヒー生姜かな。そうですね。確か、どっちかだったような気がする。そう、なんか体が温まるみたいなのだったと思うので、そう。コーヒー、生姜かな。鶏はこれで作っていて、間違ってたらちょっとやり直しましょう。そうですね。多分蜂蜜を入れたか入れないかがちょっと覚えてないので、はい、とりあえず。蜂蜜って言ってないから、多分作成でいける気がする。はい。来るか。これだ。よかった。ジャヒトゥーブルク。よかった。ご提供いたしましょう。はい。出るよ。ジャヒトゥーブルク、お待ちどうさま。ようやく飲めたわ。イギリスでも何人ものバリスタに説明したのに、誰もちゃんと作れなくてね。記憶通りの味だったならよかったよ。はい、ということで、じゃあヒトゥーブルクでしたね。いやー、よかった。カップの底のコーヒー粒、粒を生姜が滑るインドネシアの発祥の一杯ということでですね、インドネシアのゲームなんで、このコーヒートークって、はい、おそらく制作チームの方々もですね、普段飲んでいるであろうコーヒーだということですね。はい。ということで、友達が、エミさんのポイントが、肉体と魂のつながりを調べるやっぱり研究者ってことで、プロフが一つ増えましたね。なので、多分成功したのだろう。はい。9月12日、お誕生日が近いわ。そうですね。でも、そうだな、なんだろう。肉体、魂、死んだら体重が 21g 軽くなるっていう話があるじゃないですか。そこから誕生日もらってるのかな、もしかして。もしかすると、そうかな。で、やっぱ、21g 軽くなる。だからその体と魂、だから魂が抜けるから 21g 軽くなるっていう、迷信っちゃ迷信なんですけれど、そこの、だから肉体という器に魂という中身を入れるっていうこと、やっぱ幽霊とかいろんなそういう死者の国の門番みたいな人がいたりだとかっていう世界観なので、そこの研究分野っていうところでもあるのかなって思って。はい。ということで、カラスマラジオの視聴者が、今カラスマゲーミングの視聴者が12人でした。はい。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。寸分の狂いもないわ。日本に帰ってきたって実感する。これなんて言えばいい？寸分の違いとかって言い換えればいいのかな。そうですね。
ちょっと翻訳がね、いろいろ微妙な点があるのは前回からあれなんですけど、ちょっと我々、まあできるだけ読み直したりとか、再翻訳しようと思っているのでよろしくお願いします。すいません。今読んでって思っちゃったんですけど、そっか。やっぱな、そうですね。気をつけないと。ありがとう、バリスタ。お安いご用さ。それで、エリカのことだけど、アシュと私は、あの子が何か隠してると思ってるの。学校が関係してると睨んでるけど、あの子、休暇中もずっと不機嫌で、はっきりしなくて。本人に聞いてみたんだよね。もちろんよ。でも、すぐ口をつぐんでしまうの。二人で聞いても、別々に聞いてもダメで。まあ、アッシュが聞き出せなければ、私には勝ち目がないんだけどね。どうしてだい？わかるでしょ？私はほとんど家にいないし、あの子とはあまり話せてなくて。愚痴を言ってるんじゃないのよ。最初から分かってたことだし、ね。でも少し悲しそうだよ。まあ、この仕事を引き受けた時点で覚悟してたし、今更嘆いても仕方がないかな。もっとね、柔軟な、仕事の形態っていうか、だから働きすぎなんですよ、人類。そうですね。まあ、エミさんは間違いなく働きすぎ。こうやって、ご家族とのコミュニケーションが十分取れないような働き方を強要するのってやっぱもう人権侵害だと思うので、やっぱちょっと仕事っていうものについて社会っていうか世界全体で向き直る必要があるんじゃないかなって思いますね。あとちなみにちょっとまあ残念な話なんですけど、翻訳した人なんですけれども、日本のその監修とか、日本関係の描写全部に関わってる人らしくて、一応制作チームなんですよね。だから英語圏でもみんな、英語圏とかインドネシアの人たちだから、日本語のそういう微妙なニュアンスとかについては多分一人しかチェックしてないんじゃないかなと思われますね。はい。なのでもともとこういう慣用句にやっぱ、やっぱ日常的に使ってきた教科書とか辞書にも載ってるような何事もなくただ載ってるだけっていう言葉が差別的なものを持ってるっていうことを知らないっていうところがね、やっぱ普通に読んでるだけじゃ全然その言葉だけで差別になるって言われてもやっぱピンとこないじゃないですか。そのつもりで使ってないっていう側なので、そんなつもりじゃないから言っても大丈夫じゃないみたいに思っちゃうけど、決してそうではないっていうところと、もう一回ちょっとやっぱ日本、そうですね、日本的なその日本語話者たちは向き直らないといけないとこなんじゃないかな、いろんな概念とねって思ったりしますね最近。そうですね。昨日の配信でですね、なんていうか、ユニバーサルな、表現とか包括的な表現にするために全部コメントをひらがなにしてくれた方がいらっしゃったんですけど、はい。やっぱり日本語の漢字であったりとか、その一部の言い回しっていうのが非常に差別的な使われ方をしてるっていうところにもうちょっと注目された方がいいんじゃないかなと思いますね。っていうことで、日本語話者はみんなね、気をつけましょう。はい。そうですね。やっぱ言葉は正しく使えるようにね、我々特にやっぱ配信者なので、そうですね。こうやってね、言葉を届けている身なので、はい。ね、襟を正していこうと思います。はい。頑張ります。それに、娘はアッシュとすごく仲が良くて。けど今は、そのアッシュにも話そうとしない。理由もさっぱりだわ。
大好きな人だからこそ話しにくい時もある。感受性豊かな子供は特にそうだよ。そうね。実のところ、私もあなたと同意見なの。あの子もきっと相手が親じゃない方が話しやすいのかもしれないと思って。そこで提案なんだけど、エリカをここに置いていって、私はアッシュの手伝いに戻るってのはどう？構わないよ。ミーは娘さんの面倒を見るのが好きだしね。助かるわ。あなたは本当にいい人ね、バリスタ。ビーもそう。そしたら、エリカ、ママはちょっと上に行ってくるから。はーい。また後でね、バリスタ。また後で。いや、でもすごい信頼関係があるんですね。本来であれば店に置いていくのはダメなんですけど、こういう風なのはここはね、ちゃんとだから信頼関係があるからこそできるっていう。そうですね。であとやっぱ親に言えないってだからそうもし学校でいじめられている場合であったり、その学校と、外で誰かに加害を受けてる場合って親を悲しめたくないとか、逆に怒られるかもしれない、否定されるかもしれないっていう恐怖で言えなかったりするんですよね。っていうことがあるので、推測としてはだからやっぱでもエリカさんとちゃんと信頼関係を築いている別の大人が聞き出すっていう選択は正しいというか、賢明かなって思います。やっぱね、1日1秒でも早く浮かない顔をね晴らしてあげたいので。そうですね。1日7時間労働、週4日勤務、時給2000円以上、大企業経営者よ震えて眠れ。いや本当震えて眠ってほしいですね、本当にマジで。こんなに心で思っても彼女は僕にお構いなしで、いやなんかこれ歌えないんだけど、一体何の曲を歌っているのかバリスタはもう元ネタ気になるな。多分なんか元ネタあるんでしょうね。あると思うんですよね。雪女さんか。さっき友達にいた人ですよね。かな？確か。雪女さんか。素敵だな、デザイン。ね、涼しいですね。どういう声にしようかな。さっきのエミさんでだいぶ声を使い切った気がする。ちょっと待って。私のボイあれ？ふうかさん？私のボイスが消えてしまった。あれ？ふうかさん？旬の食材で心のこもった郷土料理を出している、おそらく定食屋さん経営者のゆきさんですね。はい。なんですけど、すいません、ちょっとトラブル発生です。マジで、風花さんの声が聞こえておりません。ちょっと気づいてるよね。声が聞こえてないです。はい。皆さん、声聞こえてないと思うんですけど、私も聞こえてないので、全員だと思います。そう、風花さんのアバター、冷圧が消えた。はい。固まってしまった。もしかして、あれですかね、私何もしてないんで、ひょっとすると、ちょっと、PC トラブルかもしれないです。はい。ということで、どうしようかな、実況は。ちょっと雑談しましょう。さすがにね、風花さんなしでね、勝手に話を、進めたくないので、はい。ということでですね、ちょっと皆さん、ブレイクタイムといきましょう。あと、皆さん、1時間ぐらいちょうど経ったので、ですね、それこそ、コーヒーとか飲み物飲んでですね、涼しくしてください。今、アイスコーヒー美味しいと思います。いやー、なんだろう。でもね、今まであんまりなかっ
ったんですけどね、風花さんが突然止まって落ちるっていうこと、なんか、はい、今私も結構びっくりしているんですけど、ディスコードにも今いらっしゃらないみたいなんで、本当に落ちたかもしれない。っていう感じかな。通話自体はですね、つながってるっぽいんですけれども、一回切った方がいいのかな。いや、でもまあ、とりあえずちょっと待ってみますね。はい。こちらのチャットにも一応書いておくから、そう、回線落ちかもしれない。風花さん、連絡くださいとここに書いておきます。友達ルール的なノリで。ですね。回線が落ちたのかなということでですね。まあ、コーヒートークってこんな感じで、まあ、マイペースにですね、話を読みながら、ですね、強制されない、時間切れのゲームだとね、やっぱり我々結構、長く配信読んだりとか脱線したりとか結構するスタイルなので、いつも焦っちゃうんですけど、まあ、焦らずに楽しめるので、あ、ブレーカーが落ちた。それは怖い、大変だ。ということでですね、ちょっと、風花さんの、電力トラブルで皆さん、ちょっとですね、お待ちください。はい。ということでね、今戻ってこれましたということでですね、よかったよかった。はい、無事みたいなので、トリマお待ちしてますと、感じで今書いておきます。おそらくそのうち復活されるでしょう。はい。で多分。はい。ということで、やっぱり PC が落ちてしまったようなので、ちょっとですね、はい。そうね、なんだろう。いやーでも、福岡、心配ですね。大丈夫かな。まあ、特にね、天災とか災害とかそういうことではないみたいなんで、ブレーカー落ちるとびっくりしますよね。いや、そうなんですよね。まあ、実際私もね、実を言うと今つけてるんだけど、北海道なんでね、私、スポットクーラーなんですよね。で、スポットなんで、今来たかな？もしもし？もしもし、すみません。いえ、大丈夫ですよ。申し訳ないです。多分、うちのブレーカーの設定があれなので、はい。おそらく誰かが何かをつけたから飛んだ。申し訳ないです。すみません。いえ、よかったです。ということで、コーヒートーク東京見えてますか？大丈夫ですか？すいません。画面共有が切れている。あれ？画面共有切れた？もう一回共有しますね。すみません。お願いいたします。ということで、風花さん、なんだっけ、カメラじゃねえ、アバターはどうでしょうか？アバターも飛びましたか？ちょっとお待ちくださいね。消えております。残念だ。飛んでるじゃねえか。お帰りということで、ノミネさんありがとうございます。ありがとうございます。戻ってこれましたか？大丈夫そうですか？はい、音声はちゃんと入ってます。すみません。大変お待たせいたしまして、申し訳ございません。アバターは見えてません。アバター見えてない。じゃあちょっと、もう一回 URL を。そうですね。した方が。いや、ちょっと、やり直す方がいいだろうな。ちょっと、夏なので大丈夫かなと思ってたんですけど、やっぱ夏でも飛ぶんだな。冬はね、熱作るから、使うって分かってるけど、よいしょ。申し訳ございません。ちょっと。いや、本当に申し訳ないです。ということで、ノミネさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。URL というか、今、準備が来ましたので、ちょっと私の方であれしますので、待っててください、ね。すみません。ありがとうございます。いえ。
はい、風花さん、アバター復活しました。はい、すいません。大変お待たせいたしました。戻りました。申し訳ございません。ということで、先ほどの、ストーリーはそのままでなので大丈夫ですか？はい、頑張ります。このゆきさんの声を、結局ボイスバンクがまだ復活しない。大丈夫かよし、頑張ります。どうも。こんばんは、ゆきさん。今夜のお店はどうだった？少し暇だった。この暑さだしね、外食を控える人も多いし、今は温かい料理は進めづらそうだ。かもしれない。もう少し涼しくなればまたお客さんでいっぱいになるはずだよ。一ノ瀬さん、小竹家さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。電気飛ぶとアバターも飛ぶんだってなんか面白く感じました。そうですね。ネットで共有してるので、そうですね。おそらく。はい、通信がですね、飛んでしまうと、アバターも飛んでしまうという、そうなんですよ。飛んじゃった。飛んじゃったよ。私が飛んだらね、本当に配信自体が切れると思うんですけど。そう、それは本当にそう。ということでですね、進めてまいります。はい。で、よいしょ。多分ね。間違いないさ。けど、なんだか気が抜けちゃって。辛いよね、ゆきさん。乗り越えられそうかい？何かあったのかな？すいません、風花さんがいらっしゃらない間にですね、ゆきさんの紹介してたんですけど、おそらく先ほどの友達の内容から見ると、定食屋さんか何かを営んでらっしゃる人で、ゆき女さんではないかという、説が出ております。はい。さっきのどこだったっけ？レシピだったっけ？何かに出てましたよね。なんだろう。どっかの会話に、ストーリーズの会話に、これか、チキンカツカレー、次は水の量を 750ml に減らすことというレシピを投稿してらっしゃる。さすがにこのゲーム、チキンカツカレーは作らないと思うんですけど、はい。ということでですね、おそらくそういったメニューのある、お店を提供している、方だと思われます。はい。でも何かあったんですかね。ね、なんか温かい料理って言っておられるけど、その雪女さんが温かい料理っていうそのギャップがちょっとありますよね。はい。で乗り越えられそうかいと言ってるけど、何かあったのかなと、そこら辺はまだ謎ですね。ね、働きまくってる。いや、本当に頭が下がるよ。ゆきさん一人でお店を切り盛りして、うちは瓶がいるから助かってるけど、一人で料理店を回すなんて私にはとても想像できないからね。それはやばいな。規模にもよるって言いたいとこだけど、でもそれでも一人はやばいですよね。一人はやばいですね。ね、調理、接客、会計、ね、清掃、いろいろもろもろやらないといけないはずなので、大変だな。やるしかないし。手伝いの人を雇おうとは？それも考えたけど、やっぱり無理。早すぎるから？そうね。それに会う人がいなくって。とにかく今は暑すぎる。秋にはもっと楽になるかな。そうなるはずだよ。せめて当店でくつろいでいってくれ。温かい一杯も冷たい一杯も作れるよ。何にしようか？冷たいほうじ茶お願い。ということで、ただのほうじ茶でいいのかな？多分アイスほうじって感じですよね、多分ね。そうですね。ほうじ茶はほうじ茶で作れることが判明しているので、ほうじ茶で素直にいきますか。そうですね。で、アイスでいけば OK。ほうじ茶。ちょっと待って、今アイス選択しましたよね。アイス。ごめんなさい。
いや、不安になる。不安になる。ということで、アイスほうじ茶です。おー、アイスほうじ茶。あはい、ということで、そう前回も思ってたんですけど、この銅製のカップいいんですよね。熱伝導がいいので、冷たいまんまなんですよ、ずっと。確か。なるほどね。うん、そういう仕組みアイスのカップ全部なんか銅っぽいなと思ってて、前回も。そうですね。こういうコーヒーフロートとかもこういう銅のカップに乗ってるんですよね。なるほど。熱伝導の問題でこっちにしてるんですね。確か、冷たいまんまなので、なんか喫茶店とかで出てくるアイスは銅なコップなイメージがあります。暑い夏に涼をもたらす香ばしく焙煎された味わいということで。そう。アイスのお茶も美味しいですよね。どうぞ。よく冷えたほうじ茶。ありがとう。どういたしまして。では、ごゆっくりどうぞ。どうかしたかい、ゆきさん。よければ、歌ってくれていい？こっそり歌ってたはずだけど。聞こえてた。しまった。けど、よかった。お世辞でも嬉しいよ、ゆきさん。2月5日なのに12月みたいね。だからどんな歌なんだこれは。元ネタを教えて、めっちゃ気になりますよね。はい。なので、基本的には豆が宙に浮いているんです。戻ってきた。それすっごい。私もそんな発明してみたい。エリカちゃんならできますよ。もういろいろ作ってるでしょ？それと、こんばんは、ゆきさん。こんばんは。じゃあ、ゆきさんって言うの？そう。私はエリカ。こんにちは。この店は初めて？うん。なんで今まで会ったことないの？それは、まあ。ゆきさんがお見えになる頃、大抵エリカちゃんは寝てますからね。そうかな。ゆきさんは向かいのレストランのオーナーなんです。それってケースにお料理のサンプルが並んでる超可愛いお店のこと？ずっと行ってみたかったけど、パパがいつもお家で料理したがるから。こらこら、それは恵まれてるんですよ。外食に行ける方が恵まれてるっていう場合もあるし、こうやって手料理を作ってくれる人がいるっていう、その手料理に割く材料を買いに行くとか、入手する、見極める、調理するっていうその手間とかお金があるっていうのが恵まれてると取る場合ももちろんあるので、そうですね。一概には言えないですけど、ただウィンさん的には多分ね、人のつながりが好きなので、誰かの手料理が食べれるっていう方がなんか、多分いいよねって思う感じなのかもしれない。ですね。お料理上手なお父さんがいるのはね、日本社会において料理しない男が多いっていう悲しい現象があるので、だってですよ、調理学校って女子生徒がいっぱい入ってくるんですけど、でもプロの料理家見てくださいよ。男でしょ、軒並み。今でこそ料理研究家として女性が何人かね、活躍しておられますけど、それでも結局家庭料理の都市しか出てこなくて、ホテルとか、すごいところの
板前もそうですし、シェフもそうですけど、やっぱ女性いないじゃないですか。私はそれをずっと言ってて、なんで気色悪いっていう話をずっとしてるんですけど。まあ、間違いなく社会的差別が原因ですよね。ですよね。はい。と思うので、はい。まあ、なのでお料理上手、まあ、料理のうまい下手はともかくとして、そうやって愛情を込めて何かをこうしようとしてくれる親御さんが保護者さんがいるっていうのは確かに恵まれてるというか、まあ、素敵なこと、これを恵まれてるというとそれがない子がさも恵まれてまあ恵まれてないんだろうけれども家庭関係、難しいな言い回しが。はい、そうかも。でも、たまには新しいもの食べてみたい。それに、レストランってすっごく楽しいもん。すっごく賑やかで、キラキラしてて。やだ、私変なこと言っちゃった？違うの。別に賑やかでキラキラじゃなくてもいいよ。静かで暗い素敵なレストランもあるはずだし、そういうお店もすっごく落ち着きそう。すごく優しい子ですね。エリカさんはすごいですね、フォロー力が。そう、ただ、若干怖いんですよ。こうやって子供がフォローできちゃう子供が怖いんですよ。個人的には。虐待を受けてるわけでは絶対ないっていうのは分かってるのでいいんですけど、基本的にこうやって人の顔色を伺っちゃったり、フォローが上手な子の、まあ、もちろん全員とは言いませんが、恵まれてなかったり、親の顔色を伺ってビクビクしている子供に見られがちな傾向でもあるので、ちょっと心配だったんですけど、まあでもエリカさんね、アッシュさんとエミさんどちらもね、しっかり愛しておられるっていうのがもう明確に描写されてるので、その点は全然大丈夫だと思うんですけど、すごいですね。だからエリカさんがこうやってこう心を配れるっていう子なのは素晴らしい。そうね。やっぱり変なこと言っちゃったんだ。私、いつもそうなの。そんでみんなに嫌われちゃうの。なんでこんないい子がそんで嫌われるの？嫌う方がおかしいよ。そうですね。ちょっと嫌う方がおかしい。嫌う方がおかしい。マジで。はい。何のことです？どうしてそんなことを言うんだい、エリカちゃん。みんな君のことが大好きだよ。そんなことないよ。なるほど。何？実はこの手の問題を解決する方法が一つだけあるんです。どういうの？バリスタさん。そうか。君は言ってるのはアイスクリームかっけされた。そう、今作、特に誰かのセリフにかぶせてくるのがめっちゃ、臨場感あって面白いなって思ってて。面白いですね。割と、そう、セリフか、そうそう。ですよね。すごく好きで、面白いと思って。これバグじゃないですからね。はい。演出、ね。愛ある演出ですよね、でもこういうの。はい。ちゃんと、で、ウィンさんとバリスタさんがそうやって、エリカちゃんを喜ばせるために、ちゃんとお互いが同じ答えにたどり着くっていうのがすごいですよね。で、実際それが正解っていうのも素敵。フロートはどうだい、エリカちゃん。飲みたい。そしたら、ライチたっぷりの豆乳フロートをくださいな。やばい、もうすでにあやめさんと声がかぶってきてる。どうしよう。エリカちゃん。ちょっと待てよ。難しい。アイスたっぷりのなんだって？アイスたっぷりライチ？ライチありますね。なるほどな。たっぷりの豆乳。ちょっと待って。なので、はい。
メイン材、フロートだからアイスですもんね。で、ソイミルクかなだったら。ソイミルクってことで解釈していいんですよね。はい。うん。メイでン、メインが多分ライチかな。多分右端にあるあ、これか。はい。ライチ。で、フロートなのでアイスクリームですよね。アイスクリーム、そうか。おそらく。うん。はい。ということで、ソイミルク、ライチ、アイスクリーム。いや、でもこれ絶対失敗できない感があるな。でも甘みと限界に近いから多分これでいいんじゃないかなって気がするんですけど。多分、まあ、これで違ったとしても、ライチとアイスクリームが逆なだけだと思うので、うん。そうですね。ちょっと作ってみましょう。はい。お願い、お願いします。はい。お願いします。おかわいいこれは正解だな。ピンクスキッフ。これはもう間違いなく正解でしょう、これは。はい。はということで提供します。ピンクスキッフ。お待ちどうさま、ピンクスキッフだ。い。すごく美味しい。泣いたカラスがもう笑いましたね。なんだってお泣いたカラス。泣いたカラス。泣いたカラス。唐沢さんね、よくやっぱ悲しいニュース見てね、心を痛めておられるので泣いちゃうのでね。そうなんだよな。でもあまり泣きの表情を使うシーンがないんですよね。私がサムネでね、ゲームのサムネで使ってる感じですもんね、いつもね。はい。エリカちゃん、おっと、アイスでも治らない悩みとなるとかなり深刻そうですね。ピンとゆっくり話したい？席を外そうかしら。違うの、そうじゃないの。ユキさん優しそうだし。だったらみんなで相談に乗ってあげる。3人寄れば文殊の知恵とも言うし、4人いればなおいいんじゃない？それ言えてるけど、ただ私の悩みなんて聞いてもつまんないよ。いや、子供の悩みを解決するのは我々の務めなので、何も気にしなくてよい。大丈夫。お聞かせください。はい。はい。ね、本当に。いいえ、すごく興味がありますよ。本当にそうだよ。そうね。わかった。ね、実は学校のことなの。一応。それと、香りのこと。香りは学校にいる子だから、やっぱり学校のことかな。香り？確か、エリカちゃんの隣の席の子でしたっけ？前はそうだった。けど、先生に言って席を移ったの。そうなんですね。いつのことだい？夏休みの前くらいかな。1週間前とか、そんな感じ。理由は言ったんですか？けど、多分、私が間違いを直したせいかも。意地悪で言ったんじゃないよ。香りが口ずさんでた曲の歌詞が間違ってて、私が歌詞が違うよって言ったら、ただおしゃべりしたかっただけなのに、そうは思われなかったみたいで、香りがムッとして私を見てきて、そしたら別の子が
エリカは日本語喋れないくせに、なんで歌詞が違うってわかるんだって言ってきたの。おいおい、親を呼べ親を呼べ親を呼べ。これは人種差別だろ。そう、これね、すいません、これね、子供同士で終わらないんですよ。これね、だからその、1200% 人種差別だった。ダメです。日本語を喋れないくせにってその子供から口から出てきてるわけでしょ。親がそうやってレイシズム的なことをしてるっていうことなので、親を呼べ。はい。ちょっと、マジで。いや、親呼んでマジで。ダメだよ。その子がこれから先の人生でいろんな人を傷つけていくのは親の責任ですけど、責任取れるうちに正した方がいいでしょ。何これマジムカつくんですけど。だってね、そもそもだって歌詞が違うこと理解してるんだから、日本語でコミュニケーション取ってるんじゃないの？どういうことなんだこれ？なんかそのっていうかよくわかんないけど、まあとにかくレイシズムであることはわかるんですけど。あと逆に歌詞って我々だって英語だったりフランスだったりドイツ語だったり、まあ一応その英語歌詞だったのか。まあいやでも日本語の歌詞でもだからその結局日本のアニソンをアーティストたちはそのファンサービスのつもりで韓国とか中国とか行った時にその国の言葉で歌うんですって。でも日本語で聞きたいって言われてガクッとしちゃうっていうことを前水木一郎の兄貴が言ってたことがあって。なるほど。まあそうだよな。そう歌詞だったらだって理解してるですもんね。そう覚えられるので、そうなので歌詞が違う日本っていうのはわかるけど、でもそういう問題、でもそういう問題以前に日本語喋れないくせにとかわけわかんないことを子供に言わせる親が悪いですね。マジで。ダメだよこれ。いややばいな、日本のレイシズム問題が最悪入管みたいな教育しやがって。いやわかんないけど、まあ、そういうのはやめようね本当に。は？そんなわけないですよ。エリカちゃんの日本語は完璧です。完璧かそうじゃないかは関係ないけど、多分まあでもエリカちゃんを今慰めるにはまあこの言葉しかないとは思うんですけど、別に上手に喋れてなくたってそれが何か問題があるかって話なので、それは本当問題ない。まあミンさんのセリフも別にそういう人があって言ってるわけじゃないと思うけど、ここはね問題になってるのはさっきも話してるようにそういう話ではないので、はい。まあそもそもね喋れるかどうかの問題じゃないんですよね。はい。そうなんですよね。はい。でもなまってるし。だったら日本人はみんななまってるわ。その通りです。はい。私だってね、なまっとうし、めちゃめちゃなまっとくけど、それでも、ね、それによって指さされたことがないけん、やっぱ、外国籍っていうか、まあそういう日本語話者じゃないってだけで、そげなこと言われるのはやっぱおかしかと思うけんですね。っていう感じかな。ね、ですよね。だって日本語にもいろいろありますから。大阪の人は大阪の話し方をしますし、沖縄の人は沖縄の話し方をします。内縄口ですね。はい。ただ琉球諸語を話している方にそれは日本語ですって言うと、それはそれで失礼に当たる場合があるので、そこだけは注意した方がいいです。そうですね。それは本当にそう。はい。なのでちゃんと、ちゃんとっていうか、だからその土地の、で育ってきてその土地の言葉がを使ってますっていう言い方でも難しいですよね。本当に方言っていう訛りっていうか、を言うときに、まあでもその福岡で育ったわけじゃないけんあんまりこっちの言葉わからんみたいな人もおるし、逆にこっちでは敬語として通じる言葉でも、ちょっと九州出ちゃうと無礼な言葉やって言われてえらいビビったみたいなこととかもあるので、まあなのでその土地で生まれてるけどその土地の言葉喋れないはもちろんあるので、なんかでもそれをでも今エリカさんが落ち込んでる時に
く長く話すのは確かにあれなので、まあこれがギリギリのラインかなっていう言い方ですよね、ウィンさん的にも多分。そうですね。私の故郷ではみんな東北弁を話すわ。ええですね。でも私英語なまりだし。関係ないですよ。それで成績が下がるわけでもないでしょ。それで成績下げるやつはビンタします。さすがにそれはビンタします。いやマジで。ってレベルの教師、ね、いやそう。いやマジねえ。いや、っていうか参政党もいっそ土佐弁喋った方がいいんじゃないですか。日本の夜明けぜよみたいな感じで、それはそれで多分ですね。まあ土佐弁の方から多分ノーサンキューって言われるんでしょうけど。やめにやっぱりゆきさんあれなんですね、東北なんですね。雪女伝説って確か東北ですよね。そうですね。やっぱ雪国の伝説、まあ妖怪ですものね。いうところかな。だからな、言語尊重を本当に日本の人少し学んだ方がいいっていうか、そうで、あとそうあまりに帝国主義的すぎる。そうで、あとやっぱだからなんかアナウンサーは全員標準語じゃないといけないとか、イントネーションがおかしいって言われちゃうし、でやっぱその東北の博多弁は可愛いけど何々弁はねって言われちゃうみたいな。やっぱ博多弁可愛いって言われてもやっぱ好きなので愛着は持ってるので嬉しいけど、なんか言葉の裏にだから何々とは違って博多弁可愛いよねみたいな感じで言われてるんだったらやっぱちょっと不服ですし、で博多弁もいろいろ土地によって豊前筑豊筑後北九博多でそれぞれ違うので、でやっぱその博多はその天神らへんのはなんかやっぱ商人やけなんかおしとやかやけど農家が多いとか、なんかそういう庶民ばっかりのところの田舎の土地のはやっぱなんかちょっと汚かっち言われるもんねみたいな。チェッカーズっていうみんな福岡の代表するバンドでいいんですよね、チェッカーズ。はい。であれ全員久留米らへんかなのところの出身の人たちなんですけど、なので人たち私が喋ってる筑後弁と同じなんですね。でなので割と語気が荒くいいんですよ。強いというかなのでなんか楽屋で普通にチェッカーズのメンバー同士で喋ってたら通りかかったスタッフが喧嘩してるって言って大問題になったみたいな話がそう勘違いされたっていう話があるくらいなんですよ。まあ、だからこう知らないとそういう差別につながるので、それはやっぱちょっときちんと全ての言語を把握するのはもちろん難しいので、まずは自分で勝手に思い込まないようにするっていう最低限のラインはきちんと持っておくべきですよね。というか東京弁が標準だという考えを捨てた方がいい。そう、はい、何が標準だよって話でしょ。標準語って言葉自体が差別的ですし、そう気持ち悪いですよね。でも標準語って言わないと伝わらないっていう、まあだからでもそうなんか一時期ね私もひねくれてたので東京弁って呼んでたんですけど、だからでもそれはそれで結局差別してるのと一緒だよなっていう気分にはなって、なんかこう。まあでも言い方にもよるけど、東京弁は東京弁でいいんじゃないですか。だって実際東京で中心で話されてきたイントネーションなわけだし、そうですよね。まあ、あれは日本はね、東京中心主義者の東京に住んでる方が全員そうだと言ったら差別ですけど、例えばまあなんかね朝鮮虐殺に対して追悼文を送らない人とか東京中心主義的な人が多すぎるんで、それは本当改めた方がいいし、改めないとやっぱり東京側から見て地方差別してるって言われ続けると思いますね。そうだから結局それのせいなんですよ。副首都構想がなんか謎にドリーミングになってるの、アメリカンドリーム東京上京したらなんか良くなるドリームみたいなのと多分なんかダブってる気がしていやそうですよね。だから、副首都っていうのがそもそもよくないでしょって。だから大阪の人だってダメだって言ってるのに、
そう結局東京へのコンプレックスこじらせてるだけに見えるんですよ。東京が素晴らしいわけじゃないけど、まあもちろん一極集中になってるのは事実ですよ。なので、まあ、でもそれって結局国の政策自体が悪いからであって、副首都を作ったからってそれが改善されるわけないんですよ。そうだってそもそも大阪も福岡も北海道とかも名乗り上げてるんでしたっけ、副首都。確か。でもまあ、なので市長変わると思うから大丈夫だと思いますけれども、ね、いや馬鹿げてますね本当に。そう、はい、だから北海道が副首都になったら北海道になるのかみたいな話なんかね確か見かけたんですけど、本当にだからそもそも解決法がおかしいんですよ。その東京の一極集中を解決するために副首都を作ろうっていうのが間違ってるので、って個人的には思いますけど、はい、全くその通りです。はい、ね。でも明美にズルしてるって。さっきなんだっけ、香りでしたよね。香りなので別の子ですね。香りと別の子と明美となんか3人ぐらいで、3人か明美がさっき言ったのかいじめっ子ですね。今なんて？明美にズルしてるって言われたの？私の成績がいいのはママが宿題やってるからだって。はあ？明美さんの家庭環境が心配なんでそんな発想になったんだ？どういう教育してるの？ちょっと保護者？おい保護者環境が悪いからっていじめっ子になるっていうわけじゃないし、じゃないけど、まあ大体いじめっ子の方がでも家庭環境に問題を抱えていたりする場合が多い。だ会社でパワハラ受けてる人ほど家に帰ってその DV とかモラハラをするっていう、まあイコールじゃないけど、まあ傾向的には多いっていう、まあ連鎖しちゃうっていうところを考えると、そう、まあなので。正直だから香織さんと仲がいいエリカさんに嫉妬してる明美さんっていう構図かもしれないですけど、なんだろうな。そうなの？違うよ。だってママは忙しくてそんな時間ないし、それに私ズルなんてしないもん。分かってるよ。大丈夫。ズルは嫌いだもん。だったらその子の言うことは気にしないでいいわ。自分は正しいって分かってるならね。それが大事なの。けどそしたらみんなに嫌われちゃって先生まで私をはあ？ちょっと待ってはあ？いやはぁ？なんでこんな展開になるんだ？ちょっと待って、ダメでしょ。くす教師がよダメでしょ。なんで？はぁ？いやちょっと待って、はぁ？お前もう教師やめろよ。船降りろ。まずちょっとすいません、セリフ読み中だったけどどうしても許せなくて。ダメでしょ。ひどいですね。ひどっ。なんこれやば。ちょっと切れちゃった。まあダメ。なんかいじめを放置するなんか最悪のパターンみたいな。でそうだし誰か一人を言い方があれなんですけど、一人を生贄にして他のクラスのメンバーの結束を固めるっていうクソくずかす教師もいるじゃないですか。のでなんかそんな感じじゃないならいいんですけど、結局やっぱここでもね、やっぱだからマイノリティ性を持ってるエリカさん、やっぱ日本語話者じゃないっていう意味で多分マイノリティとしてその学校にいるんだろうなってことが今分かったので、おそらくだからやっぱマイノリティ性がある子をそうやってあげつらうとか、その子がターゲットになるっていう、はい、この国に差別はありますよ。見てください。
日本人を差別しまくりです。日本人だけじゃないけどね。もちろん日本人っていう概念もだいぶもう微妙ですけど、はい、この国はね、差別大国なんですよ。それは一回ちょっと改めて、もう分かって、事実だから、諦めてほしいですね。はい。いや、本当でもこれ、レイシズム案件だから最悪ですよね、本当に。いやー、まあ、うん、だからコーヒートーク東京にこの人種差別っていうかレイシズム的な観点で苦しむ子供を出したのは正解だと思うんですけど、まあなのでこれでちょっとやっぱ、これをプレイした人々がそこに気づいていろいろ考えを馳せてほしいなと思います。ただただこの物語の中のエリカさんが被ってる被害ってだけで片付けるんじゃなくて現実に目を向けていただきたいなって思います。はい。はい。今はもう信じてない気がする。アッシュさんから先生に話を。やだよ。やだ。ママとパパには絶対言わないで。お願い。やめろマジで。わかりました。約束します。約束しよう。約束する。でも、どうしてです？他の子たちが意地悪してくるなら。二人に心配かけたくないの。ママは超忙しくて、いつも働いてて、いつも疲れた顔してるし、私のせいでもっと疲れてほしくない。それにパパは日本語でそういうこと話すの得意じゃないの。たまに私が通訳してるし。それは良くない。うん。いや、それは良くないけど、でも別に普通に英語で怒鳴り散らしていいと思いますね。はい。当たり前の権利だろ。子供の権利を主張するのに言語は関係ないですからね。はい。もちろんそうだと思いますけど。学校側が通訳を雇って聞くべきですね、話を。そう、だから、当たり前まず、学校が悪いんですよ、本当に、マジで。今までの会話だと 100% 学校が悪いので。そう、もちろん、差別してきたり意地悪する子供に罪がないとは残念ながら言えません。あると思います。ただもっと重い罪を親や、学校側、教師側にあるとも言わざるを得ません。はい。はい、し、ゆきさんが、その子の言うこと気にしなくていい、自分は正しいって分かってるならそれでいいって言ってるけど、そうもいかないんですよ。子供は特に。結局その環境から逃げられないなら、自分に対して冷たい態度を通ってくる人たちの中でも大丈夫っていう風にはダメなので、だから、結局これって被害者に口をつぐませてしまう理論なんですよね。例えば誹謗中傷されてる芸能人にこんなやつの言うこと気にしないであなたのように頑張ってねって気にしないでって前向いてて応援するからって言われてもダメじゃないですか。普通にやっぱ文句言って誹謗中傷してくるやつ差別してくるやつが悪いのにあなたは自分のことだけ考えてそれを無視していいっていうのは難しい。特にだからゆきさんの言ってることは逆にエリカさんが自分を守るためには必要なんですけど周りのそうですね、周りの人間がこれを戦って当事者にもう戦わせないっていうのが大事なので、確かにそうだな多分それを前提としてゆきさんおっしゃっておられると思うので、それはそうだななるほどな。イブリーヌさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。インドネシアのゲームに日本のリアルの差別の描写をされる重みで。はい、日本のレイシズムが輸出されてしまいました。どうしましょうね。この人たち分かってるんでしょうね。日本の外国にルーツを持つ子供がいる家庭はそうリアルにね親世代の通訳になったりとか、現実にはね差別と戦って命を落としてしまったりとかね、本当にねですから本来だったら政府が対処しなきゃならない問題なんですけれども、政府がクソなのでこのような状況が続いております。はい。そうですね。子供が通訳になるのって実は耳が聞こえない方とか、
も実は多いんですよ。その手話で、そうですね子供が通訳するっていう場合も多いんですよね。でやっぱそれが負担というか、その聞こえる自分と聞こえない親とでやっぱこう乖離を感じてしまうとか、やっぱだから家庭内にいてもなんかこう学校でざわざわしててもなんかこう、居所がない。YouTube にねドキュメンタリーあるのでぜひ探してみていただきたいんですけれど、はい、そうだな、やっぱだから手話も結局その限られたところにしか通訳者がいないでしょ。いろんなところにいなきゃ、だってマイノリティがいろんなところにあるっていう前提の社会じゃないとおかしいでしょ。だったらどこの、だから学校にせめて一人でもいいから手話通訳者が常に常勤しているっていうところじゃないとダメでしょ。ダメですね。はい。って思うので、そこはやっぱだから社会側、政治のやっぱ政治が悪い、政治の責任。はい。はい、そうですね。パパはお家のことですごく頑張ってる。だから2人に負担かけたくないの。親にとって子供は負担にならない。そうですよ。約束したので言いませんけど、アッシュさんとエミさんはもうエリカちゃんが元気ないって気づいてると思います。きっと理由を知りたいはずですよ。考えてみる。最悪なのはおじいちゃんとおばあちゃんに会った時、英語がすぐに出てこなくって、だから2人に話しかけられてもパッと意味がわからなくって、だから私もイギリスの子じゃないのかも。かといって日本の子でもない。私はどこの国の子でもないの。ね、これを子供に言わせる社会大嫌い。滅ぼしてやる。いやでもな、これは本当深刻な問題ですよね。だから子供側がその喋れなくてもいいはずなので、ですね。喋れなくても母国は母国ですよ。だし、生まれ故郷とかルーツを持ってる国が喋れる言語によって変わるわけないんですよ。ですね。だからこんなことをエリカさんに思わせてしまうような社会を作ってる、やっぱ側に問題がある。そう、やっぱだからこれも構造の問題ですよ。こんな子供にこんなん背負わせて。二重国籍を認めれば大体日本のこの手の問題は半分ぐらいは私は解決すると思ってるんですけどね。思いますよ。当然のようにいろんなルーツがあるっていう、前提を持って、だからなんか純日本人みたいな気持ち悪い間違った思想がありますけど、あれもね、そういうところをやっぱそんなことを言う人がいるのも制度がやっぱりおかしいですよね。異様なやっぱり民主主義国として異様な制度を採用してる。なんか何か血統主義みたいなね、19世紀かみたいな制度を未だに採用してるので、まあ日本に住んでるけども日本語を話せなかったり、逆のエリカさんみたいなパターンもあるわけですよね。ですね。そう、故郷が一つだけという固定観念がそもそも完全におかしいんですよ。複数あっても全然構わないんで。多分ね、ほら遺伝子検査とかでいろんな大陸とかからでルーツがいろいろ混ざってるっていう結果がもうすでに証明されてるじゃないですか。そうですね。YouTube にも確か以前あれですかね、烏丸さんもご紹介されたかな。なんか自分は純白人だみたいに言ってたけど、全然違ったみたいな感じのだったりとか、いろいろで、この中で実は親族関係にある方がいますみたいなすごいサプライズがあったりだとかもしてっていうのが事実なんですよ。だからなんかどこ生まれとかでやっぱ決まっちゃうっていうのはおかしいので、
だからやっぱり二重国籍っていうか、まあ、そういういろんなルーツを持ってるっていうことを誇りにして隠さなくてもいいで、結局いじめられたくないから隠しちゃうとか、うん。こそこそするっていう風になると、うん。なるような社会がやっぱ悪いので、はい。やっぱ制度が認めたら社会も認めるんですよ。だってみんな、だってもうすでに配備されちゃったからしょうがないっつって、熊本の長距離ミサイル何も言わないでしょ。いや、言ってる人がいるのは知ってます。知ってるけど。で、だからね、税金上がって高いけどどうしようって言うだけでしょ。受け入れてる。受け入れてるわけじゃないけど、割とそれが多いじゃないですか。ですね。だから社会がそうしちゃったらそれにどうせお前らは従うんだから、だったら社会側を正すっていう、やっぱちょっと社会を粉砕して組み替え、再構築しないと、ね、いけないな。そこは考え方次第でね。エリカちゃんは両方の国の子だとも言えないか？うん、その通りだと思います。その通り。だとしたらみんなより個性的なんだよ。それはそれで危険なんだよな。まあちょっと危険ですね。スペシャリティ、そう、いや、個性って言い方が悪いわけじゃないんですけど、そのスペシャリティとして優位性になっちゃうと、あの子はだから、まあ、ハーフって言い方はもうあれですけど、そう、特別っていう風な、スペシャルスキルみたいになっちゃうとダメなんですよ。障害は個性って自分で思って頑張るのはいいけど、他の人がその個性って枠に押し込めて片付けようとするのは暴力なので、そうですね。自分が誇りとして障害は個性って言ってる方もいらっしゃるので、それは素晴らしい考え方だと思うし、正しいと思うんですけど、まあ、ただ自分で言う場合と他人が言う場合でね、やっぱり大きく変わる、意味合いが変わってしまう言葉なんで、そう、まあなので、まあこれで言うとまあいろんなルーツ、そう、まあ、もちろんそれはそう、ちょっっとね問題あるかなと思いますね。今の社会に今の社会でこれだけ聞くとうがった考えをして、わけわかんない排外主義をこじらせる人の方が多分多いっていう残念な日本社会。本邦ダメですね本当にね。悲しいな。クラスの子たちはそう思ってないよ。少なくとも科学の研究の方は順調なんですよね。科学の研究？学校の夏休みの自由研究にお塩で動く小さいエアコンを作ってるの。すげえ。お塩を水に入れて溶かすと周りの空気が冷たくなるの。ああ、これで作るね、アイスクリームを作る方法があるんです、実は。なんか。ああ、なるほど。そう、お塩と氷を入れて、で、中に、そう、それで缶にミルクとお砂糖とかを入れて、なんかずっとシェイクすると、食塩水と氷が温度を急激に下げるので、アイスクリームになるっていうのは、これすごく科学なんですよね、これって。そうですね、料理は、そう。大体料理って科学なので、大体キャラメリゼとかも何でしたっけ、ブラウニング、なんか、あれも茶色くなる効果の化学反応なので、そうそう。すごいなぁ。でも今、ね、悲しいけど、これを出した時にどうせママが代わりに作ったんでしょって言われないかなと思ってだいぶ心配になっちゃった。そうですね。クラス側がで、で、子供も言うやつももちろん悪いけど、それをほらなんてこと言うんだって多分教師が咎めてくれないんだろうなって思ったら余計嫌になった。はい。お塩をどう回収するかまだ悩んでるけど、後でお日様に当てればいいかなって。そしたら水が蒸発するから、なんだか料理みたい。似てるかも。けど料理で使うお塩とは違って科学のお塩で、でもどっちのお塩を使えばいいか迷ってて、いろいろ詳しいのね。ものを作るのが大好きなの。それで科学も好き。かわいい。この子の笑顔を守る。我々はそういう存在でありたい。はい。ね。
物事の仕組みを理解するのがすっごく楽しいの。それに、私のエアコンは電気を使わないから、エコなの。地球に優しいの。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。SDGs。研究が順調に進んでて何よりです。いつまでにそれを作るんだいエリカちゃん。夏休み明けかい？うん。実は、来週のサマースクールで中間発表があって、でも、見せるのが怖くって、けど、見せるのが目的ですよね。ああ、嫌だ。そんなの嫌だ。もう、やっぱちょっとね、日本の日本だけじゃないけど、学校の風通しの悪さどうかした方がいいですよ。いやーマジで。ね、犯罪と差別の温床ですから、本当に。うん、マジで。そこで、ね、何？子供を傷つけるのは教育ではない。はい、マジで。ちょっと許せないな。マジで。本当に。すいません、いちいち止めてしまって申し訳ない。でもこれ起こっとかないと、今の日本社会のだいぶ大きな問題じゃないですか。って思って。そうですね。これはもう、だから、本当だったら、そのケース先生までそんな態度だったら、本当教育委員会とか警察とかが介入しなきゃならないレベルの問題だと思いますね。しかも、差別案件だし。はい。はい。そうですよ。本当に。いろんなとこ、極めて重大だと思うし。うん。まあなんかね、北海道でも旭川とか辺の人たちがなんか今更なんか重大いじめ問題だとかなんだとか言ってますけど、もう遅いよって。だからネットで処罰感情的な人たちが、まあ個人情報を暴れたりとかまあして、それはそれでひどいんですけど、まあ、だからといってね、やっぱり教師とかね、教育委員会の人たちがダメだったから結果ああなってしまったんであって、やっぱりね、最初からちゃんとそう、対応しておけば、そういう暴走最悪の結果を防げたので、ね、そう防げるし、暴走した正義って言って正義を笑われないで済むんですよ。正義は暴走しないっていうのは前提ですよ。社会正義が正義なので、それ以外は正義じゃなくてただの心情なので、変わるのはね、立場によって変わるのは心情なので、でもね、それをあげつらって正義が暴走したって言われちゃうのがすごく個人的には嫌で、義憤っていう言葉を欺瞞のように使われるのも嫌なんですよね。そうですね。って思うけど、どうせまたママが作ったって言われるもん。変なやつって呼ばれるもん。人は勝手なことを言うものよ。自分に正直に生きようとすれば、誤解されるリスクは避けられない。それに、せっかくの努力が水の泡になってしまうよ。何ヶ月もかけて作ったんだろ？そうかな。本当はちょっと自慢なんだ。みんなに使ってほしいの。香りも喜ぶと思ったのにな。いつも暑い暑いって言ってるし、お家のエアコンがすっごい安物ですぐ壊れちゃうって。大丈夫だろうか、その香織さんのなんか家庭環境。側のやっぱり家庭環境にも問題があるのではないかってちょっと思わせますよね。まあただいじめっ子はどっちかっていうと、香織さんよりか明美さんの方なんですけどね。日本語喋れないくせにって言ってるのは明美さんですけど、でもそれに流されてまんまとエリカさんと今絶好中にあるっていう香織さん。まあけど暑い今日本の夏って人を殺すライオンも死んじゃう、ライオンさんも死んじゃうので、マジで本当にやばいんですよ。だからエアコンに使う電力はもうしょうがないんですよ。必要経費なんですよ。はい。まあ、ただこうやってエコな涼しさっていうものを得られるならそれはそれでもちろんいいし、って思う。なんか
でもなんかこうやって発表するのが怖いって、そのなんか自分の作ったものに自信がないとかじゃなくて、その場で自分が守られないだろうなって思わせてるのがやっぱり、もう一回言うけど学校が悪い。はい。学校が悪い。仮にだけど。あなたさえ良ければ、そのエアコンが完成したら、私が使うわ。やっぱりユキさん、超優しい。顔がすっごく優しいもん。友達になれて嬉しいな。私と友達だよね。そうかな。やったーちょっと幸せ。かわいいな。これで、ビンとバリスタとユキさんと友達になった。友達ならこれからももっと増えるよ。どうだろう。けど、もう3人いるし満足だよ。まあ、質より量じゃない、量より質なのはもちろんそうなんですけど、子供にこんなことを言わせる社会は恥ずかしいですよ。難しいですね。非常に恥ずかしいよ、本当に。ただその顔の作りに関してうんだらかんだら言うのはあれなんですけど、表情には人の人柄は出るなとは思います、実際に。そうですね。なのでまあでも写真でなんか顔が悪くなったとかって言われると、それはルッキズム的な批判で意味がないんですけど、どういう表情してるか、睨んでると思っても目をこう細めて、目が悪いから細めてるだけだったって時もあるので、もちろん完全に外側からその人の思ってることを投資はできないけれども、っていうところは大事ですけど、こうやって今エリカさんがこのコーヒートークっていうこのお店の中で大人たち3人にちゃんときちんと自分の抱えてる苦しみを話せるっていうのは、このお店がセーフティースペースとしてしっかり機能してるっていうことなので、こういう場所がね、いくつかあるといいんですよ。依存って人間って依存するのはやめられないんですよ。けど依存先が増えればそれが自立であるっていう話があって、それを聞いた時にすごく納得したんですね。なのでその子供の頃はっていう子供の自分が特に依存先が少ないので余計に重くなっちゃうんですけど、大人になって楽になるのはそうなんですね。依存先が複数できるから、どれか切り捨ててもダメになっても他があるって思えるっていうところなので、だからこそやっぱね、子供を守らないとね、頑張ろうね。守りましょう。はい。ね。ほらね、ビンはいつも私にとって有益なの。さあ、どなたがいらっしゃった？ママ二ほどき完了。部屋もすっかり片付いたわ。アッシュがもう嵐みたいな勢いでね。あんな夫がいてついてるな。ママ、ユキさん知ってる？いけない。挨拶がまだだったわね。はじめまして。エリカの母のエミです。エリカはいい子にしてました？ええ。とても可愛らしい子ね。ユキさんね、新しいお友達なの。あら、そうなの？子供はいいわね。すぐに友達を作れて。大人になるともっと難しくなるの？レイシズムに関しては難しくないとかじゃないので、そうですね。苦しいな。ただの人間関係じゃないんですよ。社会構造の差別が入ってるから個人間の問題じゃないっていう。でもこれでエミさんに自然な流れでエリカさんの背中を押せそうかな。
大丈夫かな？もっと難しくなる？まあ、今は聞き流しておくけど。そうね。大学を出ると、もう少し難しくなるかな。そう考えると、大学って一番いい時期よね。高校ではそうもいかないけど、大学では。選択さえ間違えなければ、同じ価値観の人と出会えるし、お互いを知るための時間もたっぷりあるから。大学時代の親友はみんな、今も家族みたいなものだもの。ミリーおばさんみたいに？そうね。あなたの名付け親でもあるわ。けど、ひとたび社会に出れば、生活が邪魔してくる。そうね。どの人もみんな、仕事の知り合いか、すれ違うだけの人になってしまうわね。そういうこと。大人になってからの友情は珍しいし、貴重なものよ。よくわかるわ。あ、ごめんなさい。本当はもっとおしゃべりしたいけど、そろそろエリカ嬢を上に連れて行かなきゃ。アッシュが立ったまま寝ちゃいそうで、娘にお休みを言いたがってるの。わかった。皆さん、ありがとう。どうかお気になさらず。さあ、皆さんにお休み言って、エリカ。皆さん、おやすみなさい。おやすみ、エリカちゃん。それとエミさんも。おやすみなさい。おやすみ、2人とも。すみません。子供の教育とか福祉が絡んでくると私が口が止まらないので、すごいですね。まだ一日終わってないんですね。終わってない。やばい。すみません、本当に。はい、いや、大事なことだったと思います、ね。いや、そう、ここを流すと我々の実況の意味がなくなるのでと思って言わせていただきました。はい、ありがとうございます。はい。本当に素敵なご家族ですね。ゆきさんが初対面だったとは意外でした。私、以前はあまりお店来てなくて。ああ、なるほど。私も帰るわ。またお待ちしているよ、ゆきさん。おやすみなさい、ゆきさん。おやすみ。あれかな、多分なんか死別キャラクターゆきさんかな、もしかして。いや、そんな感じしますね。だからゆきさん何らかの理由でおそらくその共同経営者、レストランの共同経営者だった人を亡くしているてる可能性があるかな。それが夫さんなのか、その他のパートナーさんなのか、まあわからないけれども、まあ、っていう雰囲気が、ね、もしかするともしかするともう家族同然の親友と一緒に立ち上げた夢のお店の可能性もある。まあ、いろんな可能性があるのでね。でもやっぱり一人ででも素敵だよな。無理が。いや、そうやばい。それは心配ですよね、本当に。ただ多分、本当に死別が正解だとすると、その生前のその人との思い出がまだ残ってるから、他人を入れたくないっていうもう最後のあがきじゃないですけど、まだ乗り越えられてないっていう証拠なのかなっては思ってて、ね、本当素敵なね、お着物着て上から割烹着なので、なんかそういう、ほっこりできるね、お料理屋さんなのかなって。おばんざいはでも京都か、これは京都か、まあでもそういう感じだったりとかして、やっぱいろんな選択肢があるのがいいですよね、お店って。でやっぱ、食品サンプルがいっぱい並んでるっていうのも、まあ昔の、レトロな感じのお店にはねあるので、
いいな。まあちょっとこうね、雪女なので、その雪は溶かさずに、心のね、氷は溶かしていけたらいいなと思います、我々。はい。はい、頑張ります。頑張りましょう。はい。何か手伝いましょうか、バリスタさん。大丈夫だよ。今から月曜に慌てずに済むよ。カウンターの中を整理してあれこれ確認したら、今夜はもう店を閉めるつもりだ。了解です。そしたら私はライブの配信でも見ようかな。楽しんでくれ。ソルトビン、はい。もし何か辛いことや悩みがあったらいつでも私に話していいんだよ。あるいは君のことを気にかけてくれるお客さんたちにね。覚えておきます。わかった。そしたらライブを楽しんでくるといい。もちろんです。おやすみなさい、バリスタさん。なんかやっぱ大事に思いやってるからこそ言えないことっていうのがあるのはまあ事実ですよね。今年こそ君の思いを見つめたいのさ。どういうことだ。夏が終わるその時までに。いやなんかすごいチューブっぽいな。どういうことなんだろう。あ、ビンバズイだ。あ、ビンバズイ。これどうやって作るんだっけ。蜂蜜が間違いないですね。蜂蜜入ってますよね。で、ビーンズだとするなら、豆乳。で、だからあと1個が、ほうじ茶かなんか多分何かしら、紅茶かほうじ茶かコーヒーか。まあ、気になるな。ルーカス君がヒントを出してくれることに期待しよう。はい、ルーカス君、ヒントちょうだい。はい、ということで、すごい長くなっちゃいましたけど、まあ、ちょっともう一日ぐらい頑張ってやるか。そうですね。あ、日曜は休みなんですね。だから8月3日になりましたね。さあね、今飛んだかなと思ったけど、そういうことか。いや、でも、多分8月1日のチャプターにすごく大事なことがいっぱい詰まってましたね。そうですね。今の日本社会の問題が余計に色濃く出てるチャプターだなと思いました。はい。レイシズム問題がね、もういきなり出てくるとちょっと思わなかったんで、ビビりましたけど。ビビりました、本当にね。ということで、8月3日月曜日についていこうと思います。はい。毎晩新聞、川辺のたびに亀裂、世代間対立が地域社会に影を落とす。なんだこれは。世代間対立？でも川辺の民に亀裂なのに地域社会にまで問題広げて川辺の民にだけそれを押し付けようとしてるように見えちゃう。確かに。多分絶対違うのにね。まあだからこれがどういう記事内容なのかにもよると思うけど、長野の野良猫の聖地って確かあれですよね。ヘンドリーさん長野行ってませんでしたっけ？なんかそういえば言ってた気がする。もしかして絡んでくるのかな？はい。なんか毎晩新聞が中立的なニュースメディアなのか我々は常に疑っています。はい。今後も注意していこうと思います。はい。いやちょっと本邦のメディアが信用ならなさすぎて全てのメディアを疑うというね悲しい。そうですね。店を開けます。大体産経新聞以外は、まあ、メディアとしてその嘘ではないか注意していく。産経新聞に関しては、まあ、書いてあることは全てデマだと認定していく。嘘です。はい。はい。ソースが産経になってる時点で、はい、解散です。はい。はい、解散。ということで、店を開けましょう。年々夏が暑くなっている気がする。それは気のせいではありません。いや、はい。事実です。気候変動です。はい。今日は群馬で40度を超えたそうだ。うわー、待って、今年本当に群馬40度超えてませんでしたっけ？群馬がなんか。確かそうですね。それぐらいですよね。だからなんでこのゲームは予言ができるんですか？まあ2年ぐらい前はもうね、確かそういうぐらい天候だったので、おそらくそれを参考に、
まあ今後も、だって科学的にね、気候変動のこと分かってる人たちは、まあ地球の温度とか大体計算しても予想で2030年か40年ぐらいまでは予想してますからね。うん。まあ壊滅的なですね、気候上昇が少しでも収まるように、エコロジーを、はい、電気をですね、AI データセンターなどを潰していきましょう。はい。はい。いらないです。はい。日本をすっぽり覆う巨大な日傘が必要そうだ。日傘はまあ悪くないな。いや、日傘はね、もう日焼け対策とかの域を超えてますからね。あ、じゅんさん。いや、バリスタ。お疲れかい？あ、ちょっとな。飲み物を頼んでも？もちろんだよ。何にしようか。何でもいい。冷たい一杯をもらえるかい？ちょっと待って。ちょっと待って、ノーヒント？マジで？多分冷たいなら何出してもいいのか。でも疲れてる時になんか元気になるみたいなやつ探したいですね。いや、なんかちょっと待てよ。まあ、とりあえずストーリーズを見よう。はい。何かヒントがあるかもしれない。在来線を乗り継いで長崎へ、この坂はシャレにならないぞ。路面電車に乗れてよかったわい。あ、長崎行ってくれた。さすが変動。長崎はね、ありがとうございます。長崎はね、ちょっとある総理大臣には来てほしくないんですけど。はい、明日来ないでください。そう。来ないでください。長崎は、はい、本当にまだ傷跡がいっぱい残ってる国でして、それこそ一本足鳥居はそのまま、安全面で多分、いろいろ、多分対策はしてあるんですけど、残してあります。有名な一本鳥居ですね。片方だけ残ったっていう。はいはい、あとは浦上天主堂とか大浦天主堂もありますし、いろんなところにまあ、オランダの残りが、や原爆の傷跡、いろんな貿易隠れキリシタンの方々の苦しんできたけど、まあ、信仰を守り抜いてきたプライドっていうか誇りとかを感じられる県なので、本邦総理大臣にはふさわしくないのでちょっと来ないでください。はい、できんですお前は。はい。アメリカの皆さんは本当長崎にはね、もうちょっとちゃんと謝罪しないとダメだと思いますよ。本当に。いや、そう。だって大浦天主堂も浦上天主堂も、まあどっちもキリスト教の教会ですからね。だから日本の敵、なんか結局人たちは同じ神を信じる同胞、まあ同胞って言い方あれですけど、仲間を殺したんですよ、人たち。それをうまいことずらすでしょ。だからね、広島にばっかりフォーカスされて長崎のことをスルーするの、多分そこ疲れたくないからだと思うんですけど。じゃないかって言われてますよね。ですよね。だから思うんですよ。広島のことばっかりだなって。もちろん広島もすごい被害被ってるんで、広島をもっと少なくしろって言ってるんじゃないです。長崎の報道を増やせって言ってるんですよ、私は。はい、けどアメリカっていうか海外がそこに触れたがらない理由は多分キリスト教の大事な宗教建築をね、ステンドグラスとかを原子爆弾で焼いたっていうもうどうあがいてもダメなことをしてるっていうところをつつかれたくないからなんだろうなってやっぱちょっと、思うよねって。ね。イモリの新しいレシピがめちゃくちゃ可愛いです。でも農作業がまだまだ山ほどある。あつ森かな？飛び森か。飛び森。ディープシティ東京、今夜も一緒に思い出を作ろうということで、これを終わったのかな、じゅんさんが。なるほど。なんかまた叩かれてるな。大丈夫なのかな。もうね、もうわざわざリプライでね、わけわかんねえこと言うのやめよう。今夜並んでる皆さんに愛を、スタッフさんにもお互いにも優しく、何か分かり次第アップでします。大事、こういうこと大事。大事ですね。オムライスの調理時間が長すぎ。卵は中火で30秒だけ加熱してからご飯を入れる。これあれかな、もしかして作ってた方がいなくなっちゃったパターンかな。多いですよね。多分お客さんと接客と配膳とか、お会計とかをゆきさんが担っておられた
のかな。っていう感じがしますよね。うん。おて男って何？何それ。誠さんはよくわからない。誠さんって何を見てるの？今日はなんだかいい予感がします。マジックメッセンジャーで教えのベストエンド弾けたし、マジックメッセンジャー熱いよな。でも可愛い女の子がいっぱい出てくるバージョンを作ってほしい。何を言っているんだお前は。いやでもなんか否定しないでそういう自分の求めるものを作ってほしいなって言えるのは正しいと思います。あれ？そんなんよりって言って下げる？たまに葛藤を脇に置いて星空を見上げ、自分の心の原点を思い出す。シルバーさん。前作ですごく大活躍というかこの方もすごくキーパーソンでしたね。そうですね。はい。前作、コーヒー東京2を参照ください。はい、ご参照ください。はい。いやちょっと大声で叫んじゃったけど、嬉しいな。でも嬉しい。やっぱ共生社会がいいでしょ。やっぱなんかこそこそ自分の属性のせいでこそこそ隠れて生きなきゃいけないのって辛いじゃない？そうですね。まあ隠れキリシタンからもね連想するというかですけど、あ、なんかそれっぽいのが出てきたぞ。夏バテ対策に京都製特製ドリンク冷やし飴、ほうじ茶、生姜、蜂蜜を氷で割れ。これ普通に美味しそうっていう言い方があれですけど美味しそうだな。で生姜で多分ちゃんと体を温めつつっていうところですね多分。はい。でも冷たい一杯だからいいのかこれで。良さげじゃないですか。冷たい何でもいいなら。とりあえず出してみるか。そうですね。ほうじ茶、蜂蜜。いけるか。よし。いやちょっとこれは見たい。おお、冷やし飴。いいですね。いいな。多分そうだ、蜂蜜入ってるから少しちょっとテクスチャー的にとろみが出るのかどうなんだろう。はい、いいな。はい、ではライブでお疲れのじゅんさんに提供しましょう。多分大丈夫だろう。大丈夫でしょう。飲み物をどうぞ。どうも。好みとか言われてないですもんね。だって言われてない。お、2回飲んだ。よっぽど喉が渇いてたんだね。まあね。ではごゆっくりどうぞ。正解だったのかな？いきなりごくごく2回飲んだってことは。ってことかな。まあでももしかしたら何出してもそうかもしれないけど。まあでも今冷やし飴のレシピを開けたのは大きいですよ。今後求められる可能性があるので。そうですね。よかった。あ、こんばんは、じゅん。あ、瓶。はい。やれ。俺に何が起きたんだ？やれると思った。本当にそう思ったんだ。だがステージに立ったらどうにもならなかった。プロが聞いて呆れるよ。いやプロだからって全部一人で抱え込まなきゃいけないわけじゃないので気にしなくていいと思いますよ。誹謗中傷はするやつが悪い。誹謗中傷するやつが悪いし、まあたくさん飲んでくれてるから多分大丈夫だったと思うんですけど、多分大丈夫。関西地方で親しまれる夏の定番ドリンクをコーヒートーク風にアレンジ。でもまあでしかも歌を歌ってる方なので、まあ蜂蜜は喉にいいので、まあ今後は大体変わるものを見つけていかなきゃいけないですけど、はい、今のところはそうですね。ストーリーズが追加されてる？あ、そうか、友達の方だ。大川隆平さんがあれ大川隆川生さんが本した？どういうこと？ちょっと待って、大川隆平っていうとちょっと名前がわかった、これじゅんさんだ。あ、そっか、同一人物か。じゃない？そんな気がする。確かに肌のお色が同じ。かぶり物してるでしょ。だってかぶり物してるし、でなんかそういう神様系とかなんかこう
そういう人たち多分肌が青いんじゃないか説をね前回言ってたので、もしかすると開いたということはそういうことか。そうかな。そうじゃないかな。確かにそうか、純の公式じゃなくて、大川隆平さんのそのポイントを上げていくことにより、交換のポイントが、てことは、東山で正解聞いたからポイントが上がったってことか。あ、よかったよかった。やっぱ登場してたんだもん。なるほどな。やっぱでも表に出す顔と裏の顔、悪い意味の裏の顔とかじゃなくて、やっぱその仕事用のペルソナと、自分がプライベートで大事に持っておきたいものって別々にあるじゃないですか。なのでまあね、ジュンさんにはだからその誠さんがねジュンのファンでって言ってくるのはちょっと怖いかなっていう、まあ素直に喜んでくれるファンを見て喜んでくれるか、この場所を侵されたと思って震えてしまうかがちょっと分かんないけど、まあこのコーヒートークっていうお店は絶対的に皆様にとって優しい場所なので、ね、ジュンさんをどんどん癒していけたらいいな。ねえ。もう一杯飲むかい？いや、冷やし飴じゃなくてもいいし。なんか別の。いや、大丈夫だ。どうも。新規臭くてすまない。客を追い返してしまうよな。構わないよ。もともと賑わう店でもない。すまない。つい笑ってしまった。いいんだ、ジュンさん。好きでそうしてるしね。まったく変わったオーナーさんだな。ああ、よく言われるよ。そう、前作とかでもね、この店は閑散としているっていうのはバリスタさんの持ちネタなので、なんかでもすごいですよね。実際大物アーティストが来てて超人気店でもおかしくないのに、多分何かがやっぱりあるんでしょうね。いや、まあただやっぱゲーム的なあれはあるんだろうけど。そうだし、逆に超人気な有名店だと、ジュンさんはこうやって来れないので、そうですね。でもその点やはりコーヒーとこのお店の大事さありますよね。実際だからこの店が好きなんだ。一歩外に出ればネオンとノイズの渦巻く海なのに、ここだけはいつも静かだ。まるで街から切り離されてるみたいにな。そういうコンセプトの店だからね。この混沌の中での静けさに俺は何度も救われてきた。だが今度ばかりは手遅れだろう。俺のキャリアは終わりだよ。何があったのか知らないけど、ジュンさん、君のキャリアが終わることはないよ、一晩で。ないって思いますけどね。ないです。励ましの言葉をどうも。だが世間はそう思っていないようだ。どういうことだい？ネットを見てみろ。今頃きっとお祭り騒ぎさ。ジュンさん。なんて書いてある？腰抜けか？オワコンか？オワコンって本当良くない言葉だと思いますね。いや、そう、知らなかった。最近までどういう意味か知らなかったんですけど、終わったコンテンツらしいですね。そうです、ね。まあネットミームですよね。だからつまりは。まあ人間をコンテンツ扱いしてる人間が作った言葉ですよね。そうダメですよね。そもそもそれがダメだったんだっていう。まあ人間に対して使う言葉ではないっていう。そうですね。自民党政権オワコンっていうならわかるんですけど、いやでもオワコンじゃ困るんだけどね。政府がね。まあだって本来だったらああいうね本当に終わってる組織だったら解散した方がいいんですよ、はい、それは本当にそうですね。今すぐきちんと正しく、まあ正しくなくても一生懸命災害復旧とか世界平和とかに努めてくれる政権に交代してください。高市早苗やめてください。はい、終わり。はい。間違ってはないよ。今夜のライブで何かあったんですか？いや、何もなかった。何かが起きる前に終わったからな。それってどういう？まあ、中止になったんだ。中止？ああ、信じがたいだろうが、それが真相だよ。
マネージャーは呆れ返ってたな。けど、ジュンさん。完璧な人なんていません。物事がうまくいかない日だってあります。かもしれない。ちょっと待ってください。あ、なんかポンってきましたポンっね。てきましたよね。なんだなんか嫌な予感するんだけど、ストーリーズ。あ、多分そう。あ、これだ。重要なお知らせ。本日予定されていたゾップシティ、ディープシティ公演はやむを得ぬ事情により中止となりました。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。本当にライブが中止になったんだ。しかも理由は純の無事を願う。純の無事を願うだから、なんか嫌なコメントがあるんだけど、でも純の無事を願うっていう、いやでもなんかチケット売れなかっただけみたいなこと言ってるやつがいる。もう嫌い、もう本当に嫌い、SNS 嫌い、本当に。とりあえず手始めに X を潰してください。はい、お願いします。みんな企業も X から出てこようね。本当にね。純のライブ中止のタグをボロクソ言っていい免罪符みたいに使ってる人がいる。あ、これブルーさんだ。ガチギレですね。やっぱ好きなアーティスト、好きなアーティストだから全部全肯定しろとは言いませんよ。好きなアーティストが大麻使ってたら怒らなきゃいけないですし、はい、性暴力に加担してたり、実際に加害者だったら切れないとダメですけど、はい、どこに責任があるかもわからないうちに、で、素直に怒ってるっていうか、あるんだろうけど、なんか、タグをつけてまで言うことではなくね、みたいな。せめてこういう時ばかりはやっぱネットミームじゃないですけど、ファンの間だけで、こそっと、エゴサに引っかからないようにファンが使ってる言葉っていうのがあると思うんですね。はい、まあちょっと例えを出すにはちょっとあれなのですが、まあわかんないのであれなんですけど、だからそういう風にね、公式のタグで言わなくてもいいじゃんっていうのは多分正しい指摘だと思います、です。だと思います。ライブ前に失踪した沢田研二さんじゃないんで、まあでもあの方にもいろいろ事情があるだろうから、まあそう失踪したこと自体は確かにちょっとあれだろうけど、それ、多分、ジュンさんそういうわけでもうない、今のところね、発表がないのになんか、そのタグを使って集中放火するのって、やっぱり、SNS 匿名の攻撃性っていうものをやっぱちょっと見落としているんじゃないかなって。ますけどね。パピヨさんからス来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はゲーム実況やっております。はい、しております。コーヒートークという、東京というゲームなんですけど、今そのアーティストの人がなんか落ち込んだ感じでライブが中止したという、衝撃的な話をしてきています。はい。なんか辛いな。だがこいつは別なんだ。むしろ調子は悪くなかった。やり返す気でいたんだ。だがリハが始まりステージに立ったら急に息苦しさを覚えた。心臓がバクバクなって、コードもしっかり抑えられない。口も開けられない。これでは歌えるわけがない。スタッフがじっと待ってるのを感じたよ。やがてひそひそ声が聞こえてきた。みんな俺を見て何やら話してる。それから胸が急に苦しくなり、そこで限界だった。俺はステージに座り込んだ。当然、リハは続けられず、コンサートは中止と決まった。事務所は大損害を被ったはずさ。それは大変だったろうね。いやでもジュンさんが心配だよ。そう正直あとマネージャーが呆れ返ってたって言ってたけど、結局そのマネージャーってマネジメントが仕事ではあるけど、だからそれも一歩間違えると、自分の担当しているアーティストタレントやアーティストや、何やらを商品として扱ってるから、人間感情が削ぎ落とされてっちゃう、扱いが物に対する扱いになっちゃうと思うんです。だからうちのだからまあ所属事務所とかもそうですよね。うちのタレントって言ってるけど、お前のコマじゃないよって思うし、だからそこ
結局、周りの誹謗中傷からジュンさんを守ってあげられなかった結果がこれなのに、マネジメント側が責任をこう、棚に上げて、なんかこう、呆れ返ったりとか、こういう風に、こういう風な結末にさせた。うん。だって完全に心因性でしょ、これ。そうですね。正直ほんと心配になる内容だけど。そう。なので、やっぱりこれはマネジメント側の責任の方が大きい。プロなんだから自分で管理しろよっていうのは、嘘です。それは嘘なので、はい、って思うけどな。今は気分良くなったか？ああ、そうだな。楽屋で1時間くらい休んでたら、まあ、普通に息はできるようになった。1時間息苦しいのやばくないですか？大丈夫かな？やばいですよね、相当。普通に緊急搬送するべきですよ。ね。いや。あまりにも自分が恥ずかしくてね。そんなこと思わなくていい。ギターを手に裏口からこっそり出て行ったんだ。逃げるみたいにね。情けないだろう。そんなことはないですよ。きっと体が悲鳴を上げたんです。正直中止で正解だったと思います。ね、ジュンさんの心身の健康以上に大事なものってないので中止でいいと思います。本当に。はい。ミンはいつも優しいな。マネージャーに聞かせてやりたいよ。どこからこの店に来たのかい？いや、会場を出た後はしばらく街をフラフラしていた。そしたら通りがかりのバーでオープンマイクをやっていてな。気がつくと俺はその店に入っていた。幸いそこは観光客が集まるバーで、みんな俺には気づかない。しばらく音楽を聴きながら飲んでいたら、なぜかふと歌いたくなったんだ。不思議だろ？リハでしくじったばかりなのにさ。だが歌えたんだ。アマチュア時代の古い曲をな。ああ、どんな曲です？なんなら、はい？聴いてみるか？ぜひ聴きたいよ、ジュンさん。はい。それ、最高です。もちろん、ご迷惑でなければだけど。いや、構わんさ。こんな感じの曲だ。さすがにこれ歌えないな。歌ってでも原曲、難しいな。青き街の光のもと、俺は百の川に呼ばれ。これフォークだな。一筋の流れを追っても、この迷いは決して晴れず、夜はただ続いてゆく。夜はただ続いてゆく。楽曲は想像です。ジュンさんの曲ではありません。はい、切り取り職人さん、ここいいとこですよ。烏丸百区のね、カラオケ歌枠がね、またちょっと待ち望まれますね。赤田明夫作曲カラスです。即興演奏だってない。はい。いや、即興演奏したのはジュンさんであって私ではない。はい。いや、でも、やっぱね、歌詞から、なんか、米津玄師さんの、なんかこう、米津玄師ワールドを感じるような歌詞というか、まあ、多分リスペクトを感じる。米津っぽい感じが。どこへも行けないを入れてほしかった。まあ、どこへも行けない。いやでも、アマチュア時代の大事。鈴成さん、ありがとうございますね。拍手。素晴らしい。ありがとうございます。でもアマチュア時代の曲歌えたっていうのは、これは本当復活の兆しっぽいですね。多分ね、一番大事なんだと思うんですよ。アマチュア時代、だから夢を追いかけて、いっぱい多分情熱をかけていた時に作った曲だから、青臭くて恥ずかしいって思いはあるかもしれないけれど、多分その今につながるルーツがすごくそこにあるっていうところだと思うので、っていうか、
ジェネレーションってこれ、あれ、ファンアカウントもしフかして。ァンアカっぽいですフね。ァンアカウントなんだ。うん。まあ、まともなファンですけどね。非公式オフィシャルファンページって書いてある。あ、そうなんだ。ということは何だろう、この非公式ファンページを作った運営っていうか、このアカウントの主がやってきたりするのかな。実はブルーさんだったりする？どうなんだろう。可能性ありますよね。いやまあただがっかりって順にがっかりじゃなくて、ライブがなくなったことはがっかりだけど、っていうところのその感情自体は誰にも侵されないものなんですけど、その順さんにがっかりするのはやめてほしい。そうですね。し、なんか怪しいとかもで二日酔いだろとか、そんなもうわけわかんないこと言わなくてええから、はい、本当にもう怒っちゃうな、やっぱりな。素敵な歌です、じゅんさん。あ、君は本当に才能がある。どうも。東京へ出た時ばかりの頃に書いた曲でね。メロディも歌詞もかなり雑で、結局今も完成を見ていない。それでも当時の気持ちを思い出すのさ。悲しくて孤独で、でもどこか美しかった。昔はこんな歌をよく歌っていたよ。心の奥から湧いてきた歌をな。そう、売れてくるとね、売れる曲を書かなきゃいけなくなったり、タイアップとかになると当て書きしなきゃいけなかったりするからね。タイアップとかやりすぎなのはね、よくないと思いますよね。本当に。で、それこそさっき話題に出したチェッカーズなんですけど、最初ね、事務所側はあの人たちをアイドルとして売りたかったんです。ああ、そうなんだ。なのであの人たちの代表曲とされちゃってるギザギザハートの子守歌とか、名曲そうなんですけど、あの人たちが作った曲じゃなくて秋元康とかが作ってる曲なんですね。ああ、そうなんだ。だから本当はそう本人たちは自分たちで演奏できるから米米クラブ的な感じ、いやそのところ米米がいたか知らないんですけど、自分たちで演奏してそういうバンドとしてやりたかったんですけど、事務所側はアイドルとして売りたかったんです。だからそこのところでやっぱり最初の方は割と事務所側の意向にいざこざさせられてたっていうのが実はチェッカーズありまして、はいね、っていうのを母から聞きました。はい。なるほど。ありがとうございます。そしてケンジさんが来ましたね。このタイミングで意外な人物だな。ね、ただ毎晩新聞に多分川辺のね、おそらくカッパ族かなって方がいたので、話が絡んでくるのかな。もしかすると。あ、ケンジさん。ちょっとジュンさんを。はい、もちろん。また来てくれて嬉しいよ。あ、はい。いや、今日も暑かったですな。本当にね。でもスーツを？はい？ああ、これですか。ちょいと会社に用がありましてな。自服でもよかったのですが、なんだか落ち着かんのです。わかる気がするよ、ケンジさん。古い習慣は抜けないって感じかい？前回見てない方に言うと、この方引退した、定年退職なさった方ですね。で、それであまりにもオーバーワークしすぎたっていうことで、いろいろ議論になってました。そう、ちょっとね、企業戦士っぽかったので、だいぶみんなで心配してました。はい。で、あと、今気づいたんですけど、ネクタイのタイピングがキュウリなの、おしゃれですね。そうですね。ね。カッパだからなんだろうけど。ね。スーツが引退を嫌がってるのかもね。かもしれませんな。あれは、まさか気づかれちゃった。どうかしたのかい？いや、なんでもありません。とにかく、先日は本当に失礼しました。我ながら全く情けない。今後は二度とああいったことは、いや、お気になさらず、ケンジさんの顔をまた見られただけで嬉しいですよ。
どうぞゆっくりしていってくれ。本当に優しい店長さんだ。痛み入りますな。でも本当にはい。割とね本音が出てってちょっと語気がまあ言葉尻が強かっただけで別になんか暴れまくって大変なことをしたわけじゃないので、ケンジさん。どっちかというと誠さんの方が暴走してましたよね。まあでもそれでもケンジさんと誠さんのゼネレーションギャップがあるけれども、お互いにお互いをリスペクトしてちゃんとし合ってるっていうところはすごく素敵だなと思って見てたので、2人とも倫理観的にはね、そんなに問題ある人物じゃなかった。前回あやめさんがねぶっちぎりで一番やばかったので。そうまあいろいろ不安定な子であるけれども、まあだから創作ではこうやってやるけど、現実にいたら多分この子のそばにつきっきりでいてあげないといけないなって思いましたけど、はい、まああと有名人を見かけたからといってそれでなんかこうミーハー的に寄っていったりとかしないで、プライバシーっていうかプライベートを守ろうっていう姿勢大事だなって思うので、多分気づいたけど言葉飲み込んだの偉いなって思ったけど、今後どうなるんだケンジさん。ジュンさんは疲れてるだけですよ。何も間違ったことはしてません。だといいがな。あ、そうだ。なんならこれからも飛び入りで歌ったらどうです？大きなステージへ戻る前のいいリハビリになるのでは？ああ、かもしれない。そこの方、俺に何か用かい？うん。なら、私が誰かわからないんですな。私はすぐ、あなたが誰か気づきましたが、どうやら、あなたは違ったようだ。あ、いや、言ってることがよくわからないが、俺は目が見えないんだ。ご存知かもしれないがね。それでもあなたの視線は感じるよ。以前にどこかで会ったことが？目が見えないのですか？いや、それは知りませんでした。失礼しました。こういうことがあるからやっぱちょっと気をつけないとダメですね。今改めて思いました。ケンジさん全く悪意ないんですけど、まあね、だから一瞬はね、でしかも多分ね、新聞に載ってたのと関係あるとするなら、川辺なのでカッパと竜ってなるとやっぱ川を連想するので、もしかすると対立でもしジュンさんが本当に竜神とかだとするなら、対立してる相手と思ってケンジさんはうって思っちゃったのかもしれないけど、だからといってジュンさんに投げるべきではない気持ちでもあるとは思うんですね。ただちゃんと相手に言われてすみませんって謝るのって本当は良くないんですけど、まあでも謝罪はしなきゃいけないですよね。それでも謝罪できるだけで、最低限謝ったならとりあえずいいです。謝れないやつもいっぱいいるのでね、残念なことに。ですが幸運とも呼べますな。なんだって？君は見なくて済んだわけでしょう。川が見たものをね。また、あなたはもしかしてカッパか？そうですよ。そうか。だったらよくわかるよ。あなたが俺のことを、いや俺たちのことを恨んでいるのも無理はない。竜の力が及ばず申し訳なかった。いやでも川を汚してるのは人間なんで気にしなくていいですよ。すいません、本当に。本当にすいません。川が潰れたのはどうなんだろう。本当に人間が原因なのかな。なんか電力会社に勤めてることも含めてケンジさん何かを感じますね。なんか因縁がもしかしてあって入ったのかな。なんか、時代的にもそんな感じで書かれてましたもんね、ケンジさんに関しては。だから多分ステレオタイプ背負わされてこの場に突っ込まれてるキャラクターなので、多分彼がいろいろ踏み外しちゃってあーってなる。だから前作までのフレイヤさんの立ち位置がなんかケンジさんっぽいっていうか、ケンジさんとあやめさんがなんかちょっとフレイヤさん味があるかもしれないけど、でもリュウが川を守らなきゃいけないってなってるかもしれないけど、もう
でも一人のせいじゃなくない？そうですね。一人のせいじゃないし川と共に生きているすべての生命の責任であって、特になんか、企業排水とか、そういうね、汚染させたりとかね、温暖化を進めて川を干上がらせたりとかしてるのはね、もちろん他の種族もしてるかもですけど、ただ我々は人間っていうか、ヒューマノイドなんて言えばいいんだろう。我々が、カラスなのでね、あれですけど、音羽の風化的には、ちょっとやっぱ、逆にすみませんと。あなた方の、共に川と一緒に生きて来られた方が、種族同士に、このような因縁をもし落としてしまったのであるならば、本当に、申し訳なさすぎて、頭が上げられないですね。一度謝ったくらいで過去は取り消せません。そうだな。100も承知だよ。だが、他に俺はどうすればいい？なんだ謝れば許してもらえるのか。生姜さん、ここからです。おはようございます。お疲れかな、大丈夫ですかね。暑いからね、そう、連日暑いのでしっかり水分。寝てる間にも汗かいて、すごく、体が脱水的なのに近い状態だと思うので、もし今お目覚めということであれば、一度うがいとかをした後に、たくさんお水とミネラルを取っていただけたらなと思います。はい。麦茶とかでもいいし、何でも水分補給はなるので、はい。本当に申し訳ない、バリスタさん。ですが、また騒ぎを起こさぬうちに、今すぐ帰った方が良さそうだ。いや、あなたは残ってくれ。悪いのはすべてこの俺だ。なんか二人とも絶対そんなことない。間違ってる気がするんだけど、本当にすまない。そうですね。属性に対して剣を向けてる検事さんと、そうされても仕方がないと属性に対して向けられる剣を個人単位で受け止めちゃうジュンさんっていう、悲しい、多分のっぴきならない理由で怒ってるんでしょうけど、だからといってやっぱり検事さんがジュンさんをここで質問するのはちょっとやっぱない。俺はどっちかというと有色人種コミュニティの対立みたいなのをモデルにしてるのかな。実際残念ながらやっぱアメリカとかだと結構多いそうなので、特にやっぱりアジア系の人とか黒人系の人が数が多いので割と揉めたりするんですよね。そうなんですよ、大体国が悪いというか白人が悪い。そりゃそう。白人至上主義を作った社会と構造が悪いので、ちょっとそれを作り上げた白人の一部には責任があると思うので、トランプ君は今すぐやめてください。やめられないのかもしれないけど。ただ一つだけ訂正させてくれ。なんです？俺も見たんだ。すべてをな。だが川が埋められた時、俺は絆とともに視力を失って、だから私に同情しろと。冗談ではない。むしろたちが悪い。全てを見ていながら何もしなかったんですからね。何があったんだ本当に。千と千尋の神隠しでもちょっとあったじゃないですか。琥珀川で竜だったでしょ。そういう話なのか。なので川の形が竜に見えるっていうのはもう昔からずっと言われてると思うんです。で、水が流れていって光を照り返すところがその竜の鱗みたいに見えるっていうところで、川のことを竜と例えるっていうことは多くあるので、だからいろんなものを建設するためにそういう水源をね、辺野古も埋め立ててるようなクソみたいな国なので、川とかも平気で埋め立てて、だからその時に自分も埋められた上に、だからその目を塞がれてしまったから視力を失ったっていう描写なのかもしれないですね。今のところの考察ですけど、でもだからケンジさんわかるけど、ここでジュンさんにぶつけなきゃいけないことなのか、で実際竜にぶつけなきゃいけないことなのか、本当は別のところにぶつけるべきなのに間違った方向性に向いてないか。だから今の差別構造でもその差別してくる側じゃなく
差別される側に、だからその生活保護をもらう側だけ言って、その人たちが生きづらい社会を作っている権力者には何も言わないみたいなことがあるから、ちょっとなんか悲しいな。そうだな。だが誤解されるよりは事実を伝えたかった。実に君たちらしい。身勝手な言い訳です。地元の川が干上がり、住まいは壊され、家族は移住を余儀なくされた。君たちが守るはずでした。だが我々を見捨ててはいない。ただ何もできなかったんだ。それほどまでに開発の波は、やめておこう。これもまた身勝手な言い訳だしな。それに正直、今夜はもうクタクタでね。さすがにいろいろとありすぎた。だから失礼させてもらうよ。なんか辺野古基地のあれで作業員の方が亡くなったやつで、その辺野古基地反対って言ってる人たちを檻の首取ったかのようにキャーキャー喜んでる人を思い出してしまうぐらいの辛さを今感じています。でなんだろう。だから基本琉球の方々でもそのだから機動隊に入ったりしてる人たちっているわけですよ。でも彼らってやっぱり当然ですけど、やっぱり反対派の人たちのことをよく思ってないわけだし、まあ実際利権もあるんだけど、ただ何が対立の原因かっていうと、中央がわけのわからないことを言ってくるからであってまあ全て東京が悪いんですよねとしか言いようがない。し、海埋め立てたら戻らないでしょ。取り返しがつかない。だから川が干上がったものをもう一度水源を引くっていうのは難しいし、やっぱケンジさんのその親御さん世代とかだとすると、今みたいに楽な作業じゃないと思うんですよ。やっぱ水って恵み物なので、やっぱ田んぼに水を引けないとか、その生活用水が確保できないっていうのはやっぱ昔になればなるほど命に関わることである。今ももちろん大事ですよ、水って、っていうところがあるので、なんか多分そういうこう昔の因縁をでも現代の人々に当てこするのってやっぱおかしいですよね。けど向き合わなきゃならないので、はい、なんか解決していけるといいな。解決のお手伝いしますよ。はい。ジュンソン。何もできなかったですと。まったくどの口で言えたものだか。今すぐ何か頼んでもよいですか。少し頭を冷やさねばならない。いやもちろんだよ。キンキンに冷えたアイスコーヒーをいただけますかな。ミルクは多めでお願いできれば。了解です。細かいなケンチさんは悪い人じゃないんだよ、ね。悪い人じゃない。困った人ですね、ちょっとやっぱり。だからその困ったっぽいところをなんかとか解決していかなきゃいけないんでしょうね、ゲーム的には。はい。だからね。なんかアイスでコーヒーでミルクかな。アイス、ミルクでいいのかな。おそらく。はい。いやでもなんかやっぱ。アイスオレ。これ可愛らしい。正解っぽいですね。よかった。多分大丈夫でしょう。お待ちどうさま、アイスオレだ。どうも。おでこを冷やしてる。なるほど。カッパだからそういう描写あるのか。なるほど。これはいい。まさか頭を冷やすが物理だと思いませんでした。物理的に頭頭部を冷やすんですね。少し気分が落ち着きました。ならよかった。竜に例えられる川はかなり蛇行していて、よく水害に見舞われるイメージがあります。天竜川とか。なるほど。そうですね。やっぱ昔の人はその川に対して信仰心があった
だから川にまつわる妖怪がいっぱい多いのはそういうもう神様ももちろん多いですね。川姫とか多分とかもそうですけど、そういうところもあるけど、川からの水がないと生きていけないけど、その水によりその暴れ川になって、まあ福岡でいうなら筑後川がそうですね。あの子が我慢できなくなって、ここ、何年前かまでの大雨とかの時はね、それこそチェッカーズの久留米は、もう浸水しちゃってて、大きな病院とかもね、1階で高額な機材とかが水と、汚水に浸水されちゃったのでね、もう、どうしようもなくて大変だったっていう話があるので、本当でもね、やっぱ水と川と一緒に生きてきてるのは事実。まあ我々もそうですよね。ケンジさんたちほどじゃないにしたって。だからやっぱ愛着っていうか、多分だからケンジさんにとってはその母なる海っていうより母なる川っていうか、なんか多分イメージ的にはそんな感じなのかな。で多分そういう契約っていうか、だからなんかいろいろ多分、まあ、種族間の契約なり何なり取り決めがあったのが、見えるけどだからといって、だから白人警官が黒人の方を撃ち殺したとして白人全員が悪いわけじゃないし、黒人全員が白人を殴っていい免罪符になるわけでもないっていうところ。ただそれだとその白人がちょっと待ってください。アメリカだと白人が全部支配してるんで、でもそっか。権力の争点的に言うと白人なんですよ。だから、じゃあダメか。それはちょっとまずい。すみません、申し訳なかった。いや、大丈夫です。どちらかというと、例えば裕福なアジア人の人とかと、黒人の人が揉めたりする問題に今回近いと私は思ってて、例えば、なんだろう、大学の成績とか中国系の人とか韓国系の人めっちゃいいんですよ、アメリカだと。でそれに対して黒人の方々が結構やっぱり教育環境が違いすぎるから不満を覚えたり、いや差別が原因なのにね、なんかアファーマティブアクションもなくなるみたいな話してるし、お前らのせいだろみたいな、ことを言ったりしてるわけなんですよね。ただそもそも何が一番悪いかというと、白人を一番優先してる大学の方針が悪いんですよ。それはそうですね。結局その白人枠がなくなるじゃないけど、白人が入れなくなるっていうか、だからトランプみたいな人はアファーマティブアクションをそもそも全否定してるから、アジア人も黒人も悪い目に遭ってるんだけど、トランプからすればどっちも有色人種として配慮する対象ですから、どっちも有色人種に過ぎないから。そうか、ちょっとやっぱり私もそうですね、ブラックホワイトの国で生きてないから、やっぱその点ちょっとBLM の人たちは理解が及ばなかった。申し訳ない。なるほど。そうだ。まあ有色人種の人たちは基本団結したいって言ってるんだけど、特にやっぱり白人から有色人種への暴力を否定してるっていうことなんですよね。まあでもそうだな。まあ裕福、まあ割とアメリカでその企業っていうかなんかお見せしてるアジア系の方ってもちろん裕福、成功してるから裕福だったりするから、家庭教師なり学習環境が整ってるから頭がいいというか、成績がいい。で逆にそのブラックの方々は仕事に追われるし、割と生活も貧困にあるから、そういう風になっちゃうっていうところので、そっちで勝手にいざこざやってくれてれば白人はウハウハであるっていう鳥。そっか、なんか嫌だな。でも日本でもまああるっちゃあるよね。人種じゃないけど、まあでも、まあ沖縄県だとさっき言ったようにね、典型的にそううちなんちの人たちで結構争ってるので、まあでも何が悪いかっていうと、東京が悪いアメリカが悪いとしか言いようがない。ですよね。だし、まあ、もし今回の川の埋め立てが人為的な作為的なものであるなら、見捨てた側が悪いんじゃなくて埋めたやつが悪いですよね。どう考えてもと思うんですけどね。なるほど、すみませんね、ちょっと待って。かによるんですけど、そう、ただ開発の波って言ってるからやっぱり。開発ってやっぱりなんかやっぱ入植切り開くっていう言葉も、やっぱ入植者とかのやべえ歴史、パレスチナとイスラエルの
悲劇って、まあ、虐殺見てると、やっぱ、切り開くの切るってこの、まあ、入植っていうか、その、なんだろう。危険な言葉の使い方だから別の、開くを、だから、底辺に石って書くと、入植っぽくなっちゃうので、やっぱ普通に、開閉の開で書いた方がいいかなっていうふうに思ったりとかするぐらい、なんか、いろいろ考えるところがあって、やっぱ開発、まあね、ほら、天神ビッグバンとかって言ってる福岡市長がいるので、ちょっとね。まあやっぱり自然って帰ってこないのにね、ジャングリアでしたっけなんだっけ、ジャングリア。あんなん作るぐらいだったら、辺野古基地の、沖縄の海を埋め立てなきゃいいんですよっていう話なので、やっぱなんかでもそういうところを感じましたね。やっぱ実際にちゃんと批判しなきゃいけない、本丸じゃなくて、なんかその、虐げられてる者同士でお互いをこう、争わされていう、悲しいな。すいませんでした。ちょっと私も気をつけます。すいません。やっぱこの国でブラックホワイトはやっぱね、トラウマを見て分かってるつもりになっちゃいけないですね。危ない。申し訳なかったです。今後気をつけます。はい。いや、まあ、元はといえばね、ケンチさんがすごいなんか失礼なこと言ったからなんだけど。いや来店するたびに騒ぎを起こしてまして、いや、本当ね、それは。いや、でも、まあ、しょうがないんだけど。まあ、逆に言うと、今まで、もうお店に行ってゆっくりするっていうこともなかったのかもしれない。だからなんかやっぱこう、仕事以外のコミュニケーションがうまくできない方なのかもしれないですね。可能性はありますよね。いや、お気になさらず、ケンジさん。水流とカッパは、いろいろとありましてな。そのようだね。どこまで我々の考察が正しいのか。あれジュンさん何か忘れ物でもあれどうも。いらっしゃいませ。あれ来てない？いると思ったんだけどな。誰かお探しかい？そうね。ルームジャケなら、やっぱりこの店で合ってるはず。ブルーさんか。なるほどな。カマかけてみるか。ちょっと聞くけど、この店って純の行きつけなの？ずれ？純はよく来るんだ。それは。ならイエスってことね。今夜はどう？いや来てたってこと？私は何も言ってないんだけども。だったら 100% 来てたんじゃん。なら、おじさんは純を見たんだ。純？青い男のことですか？客側にはプライバシー遵守のあれがない。そう、その人。それっていつのこと？ 1 時間前？30分前？さっき帰りましたよ。待って。たった今？嘘でしょ？心配なのわかるんですけど、追いかけない方がいいですよ、ファンは。そうですね。スタッフとか、その事務所宛てに、ジュンさんとスタッフさん、会場スタッフの皆さんのことが心配です。ちゃんとメンタルケアとかお願いしますって、事務所に送るのが精一杯ですよ。行きつけだってたまたま知ったから、そこに突撃してって慰めようとか、思いを伝えようとかしない方がいいですよ。マジで。
一線引いた方がいいです。リアルの人間関係じゃないので、はいまあファンレターとかでね、送るとかっていうのならいいと思うんですけど、いやー、怖いな怖いなけど、でも、そうか、誠さんのルームメイトさん、なのかな、ブルーさんなのかな。なんかちょっとブルーさんっぽいでしょ。だってアルバムジャケに気づいたのって確か誠さんだけだったはずなので。そうですね。ちなみに誠さんは前回出てきたパーリーな方なんですけど、はい、パーリーでポリアモリー実践されてる方ですね。だからブルーさんは、まあ、ルームメイトで、じゃあ誠さんとは恋人同士なのかな、まあ、それは分からんけど、はい。ボロクソ言っていい免罪符みたいに言ってる人がいるということで、おそらくまあ誠さんじゃない、ジュンさんのすごいファンの人ですね。はい。彫り物素敵でしたね。いや、そう、素敵素敵。ブルーさんっぽい人、よくわからない人、正体がわからない。過去仮の人、愛らしい猫さんだった。待ち合わせがあるなら自分が残ればよかったものを。全く人騒がせの男ですな。どうかしましたか？いや、多分間違ってると思うけど、お気になさらず。いや、ほんとなんか日本の悪いところ全部詰め込まれててかわいそうだな、ケンジさんむしろ。多分今回のヘイト解約みたいにされてるとこな感じがあるので心配だ。どこにも見当たらない。惜しいな、タッチの差だもん。クソ客さえなきゃ。バッチリ順に会えてたのにな。いや、会わない方がいい。危ない。やっぱプライバシーは守ろうね。もう学士だよ。テンションが頭落ちだわ。嫌になっちゃう。おじさんいいな。順に会えたなんて。私は別に会いたくなかったですが。何それ。順だよ。名盤真夜中のリバーライトを世に送り出した音楽の天才だよ。いや、知りませんな。びっくり。純のこと知らない人が今の時代にいるんだ。いや、まあそれはいると思うよ。まあ音楽興味なさそうだしな。で、あと真夜中のリバーライトでジャケ写でしょ。川のこと歌ってるんじゃないですか。そういうことか。なるほど。で、今タイトル聞いてピンときたんですけど、だから多分埋め立てられた、多分埋め立てられた時とかのその苦しみとか悲しみとかを曲に詰めてるから、魂の叫びなのかもしれない。この、ケンジさんの後ろにあるジャケですよね、おそらく。なのでおそらくもしかするとブルーさん過去仮がケンジさんの心を解きほぐす誤解を解くきっかけになる可能性があるか。男は有名なのですか？有名に決まってんじゃん。トップミュージシャンだよ。本当に知らないの？知りませんな。ほんで、あんな男のことはどうでもよろしい。おじさんっていうのやめた方がいいと思うけど。やっぱでもね、名前を知らない第三者に呼びかけるのって難しいですよね。そこの赤いニットの方とか黄色いシャツの方っていう呼びかけをしようっていうのはデモとかの、見てる時に得た知見ですけど、こういう1対1の時とかってどう呼びかけたらいいかなっていうところ、やっぱり日本ってそういうジェンダーロールゴリゴリのこう呼び方しかないので、殿方とかもそうですし、レディーもそうですけど、でおじさんおばさんとかはもう言うに及ばず、お兄さんお姉さんもそうですけど、お嬢ちゃんとか僕お名前はみたいなのもそうですけど、なんかね、ここクリアな呼び方を作っていきたいなって思います。名前知らない人に対する言い方はちょっと考えた方がいいかもしれないですね。タイムさん遅れながらこんばんは。来ていただいてありがとうございます。何その言い草。
純に恨みでもあるわけ？君には関係のないことです。関係あるよ。だってファンだもん。純に関することは何でも知りたいの。それがファンってもんでしょ？いや、難しいな。難しいな。うん。そのですね、別にあの男と直接何かあったわけではない。だが彼らがカッパを守るべき立場にありながら、いざという時に何もしなかった。大勢が故郷を追われたのです。それで純を恨んでんの？めっちゃ逆恨みじゃん。君に言っても分かりませんよ。いや、まあ多分逆恨みなのは多分構図的には正しいんですけどただやっぱその川がやっぱ故郷だっていう風になってくると、やっぱちょっと故郷を追われた人々のことを考えると、やっぱ気持ちはわかるんですけど、だからといってやっぱり純さんに押し付けるべきじゃないし、で多分ね、竜族が水流が埋めたわけじゃどうもやっぱなさそうなので、八つ当たり、逆恨みっていうより八つ当たりですよね。八つ当たりなんだけど、まあケンジさんもそうだし、このブルーさんっぽい人もそうだけど、それを本人に言うのはちょっとね、失礼というか、それを超えて攻撃的なのでやめましょう。はい。そうですね、本当に。かもしんないけど、もったいなくない？もったいない？何がもったいないんです？そうだ、百聞は一朝にしかずってね。これ聞いてみて。耳に徳の片側書くのって、心で聞くとか、しっかり耳を傾けるっていう意味がある漢字なので、でそうですね。で百聞は一見にしかずだと純さんが当てはまらないので、こういう言い方をしてるのかもしれない。そうですね。だから、今回のこの過去カリブルーさんの発言はおそらく純を攻撃したり、純の口から出た初対面の検事さんに対していろいろ口を出さなかった、それに関してのその百聞、噂話ですよね。そうですね。よりこれを聞いてくれってことじゃないかな。はい。何を急に。いくよ。おお。イントロからちゃんと聞いてね。もうこっちも歌いたくなってきた。ララララララ。そうだ、瓶。アイスの在庫はまだあるかい？どうだったかな。ちょっと見てきますね。今コメ欄でも聞いてるパーリー鳥ちゃんがいましたね。パーリーありがとうございます。ありがとうございます。パーティーピジョンありがとうございます。虹色に光るのやっぱいいですね。やっぱカルスマゲーミングはそういう意味でも正しいなって思いました。七色に光りますからね。はい、ゲーミング。ありがとうございました。ありがとうございます。ごめんなさい。いえいえ。目を閉じれば今も君の声が聞こえるけど、岸辺はもう見つからない。ただ失われし川よ。おっと、カップにひびが。危ないから捨てておこう。不燃ゴミは水曜だったかな。ギリギリですね、バリスタさん。明日補充しておきます。助かるよ。暑さが厳しくなってきたし、フロート系がたくさん出そうだ。ええ、そうだと思います。
そんで、どう？まあ、いい曲ですな。でしょでしょ？今の純の曲だよ。ほほらね、そういうこと。もったいないでしょ？怒ってたらさ。こんな名曲を聞き逃せたかもしんないよ。う。だいたいさ、おじさん。過去なんて誰にでもあるじゃん。けど、純は今、たくさんいい曲歌ってんの。大勢を救ってんの。私を含めて。だったら、それで良くなくない？良くなくないは良くないんじゃないですか？ど場合うなの？によるとしか言いようがないな。ないそれこそ五輪のメイン音楽を務めようとしていたやつが過去に障害者いじめの発言を掘り返されてクビになったっつうか辞退したっつうかってことがあったけど、そういうことですよね。あれはダメですよ。あれはダメですね。なのでどんな過去かによるんですけど、あと怒ってたらもったいないっていうのもエネルギーを他に向けるべきところがいっぱいあるのは分かってるけど、怒るべき時に怒るのがアンガーマネジメントなので、そうですね。でやっぱその故郷が関わっててのっぴきならないやっぱ古い時代にそれを目の当たりにしてきたケンジさんの怒りっていう怒りっていうのはダメな否定されるべきじゃないんですけど、やっぱりジュンさんにぶつけたのは間違いかな。ですね。もうちょっときちんと向き合って話し合うとかだったら別なんですけど、あと私の作曲センスがなさすぎてね、名曲のはずのジュンさんの曲がちょっと謎の曲になってしまって申し訳なかったですけど。ありがとうございます。ポストが更新されてたんですけど、アッシュさんでした。主婦力極まる。アッシュさんすごいな。倒れてこんなんなるのマジで。いや、いいな。やっぱ誠さんいいですね。いいですね。大事だな。はい。いや、それはどうですかな。だからこそジュンに直接会っていろいろお礼を言いたかったんだけど、がっくりだよね。多分今苦しい時にあるからこそお礼を言って励まそうっていう、今の時代って SNS があるから距離がね近いっていうか、なんか距離感がバグるっていうのはやっぱありますよね。それが100悪いわけじゃないけど、今回の場合はでもこうやって動いてきてくれたおかげでケンジさんにおそらくその失われた川への愛を歌った曲がね、届けられたっていうところは不幸中の幸いですけど、逆にジュンさんと会わなくて正解だったかも。今逆におとなしい逆に今純粋な行為ぶつけられてたら焼き切れちゃうかもしれないので、いや難しいですね。難しいですね。人間やっぱ感情の生き物なので、それをやっぱコントロールすることって難しいけど、でもそうやでもやっぱ妥協しながら譲り合いながら尊重し合いながら生きていくのが社会なので、いろいろコーヒートークっていう店の中でいろいろ感じさせられますね。お客さん、君はジュンさんのファンなのかい？さっきからマシンガンのように喋っているけれども、我々は君の名前さえ知らない。そう。そうだよ。ファンっていうかスーパーファンね。ひょっとして誠さんのご友人かい？バレてる。そう。あいつがここのこと教えてくれて。そんな気がしたよ。君は誠を知っているんですか？ルームメイトなの。待って。おじさんひょっとしてケンジさん？ええ、そうですよ。やっぱり話は誠からいろいろ聞いてるよ。どうせ悪口ばかりでしょうな。そんなこともないけど。とにかく私ブルーね、よろしく。はい、
今実績が解除されまして全員が、友達になれたおという、ということで4話で結構登場キャラクターはコンプリートってことですね。やっぱりよく見るとブルーさんですね。やっぱりブルーさんだ。アイコンが、小さくてちょっと分かりづらかったですけど、小さな感情をかける大きな感情って何なんだろう。よく見たらスマホの壁紙がそうか、じゅんさんなんだ。でもこれにならないとわからないですもんね。でも本当にファンなんだな。すごいな。すげえ熱心なファンなんですね。そうですね。でもやっぱ出待ち文化は危険なので、ほらそれで刺さるとボーカル知ってる。でもあれはまたちょっと違うんですけど、やっぱ危険だし迷惑っていうか、なんだろう。一生関わっちゃいけないとか、なんか天井人と地上の人民とかって言いたいわけじゃない。それは絶対違うんですけど、あくまでエンターテインメントを提供してるだけに過ぎないので、そうですね、なんかそこのラインをやっぱり乗り越えようとするのは危ないし、やっぱネットストーカーとかってなっちゃうと危ないから、いや難しいですね。でもここなんて言い表せばいいかが、言葉選びが難しかった。コーヒートークへようこそ、ブルーさん。オーナーのバリスタだ。はじめまして、助手のビンです。そっか。ここってカフェだっけ？すっかり忘れちゃってた。そしたらせっかく来たんだし、なんか飲んでこうかな。もちろんだよ。何にしようか。そうだな。今夜はずっと喋りっぱなしで、喉がちょっと痛いんだよね。なんか喉に優しいやつある？それならぴったりの一杯があるよ。柚子と蜂蜜を使った当店オリジナルの温かい紅茶で、喉に優しく、この街のパフォーマーの皆さんにも人気なんだ。いいねそれ。ならその柚子と蜂蜜入りの紅茶をちょうだい。柚子あったっけ？ある。そっか。レモンかと思ってた。柚子か。君今温かいって言ってましたよね。温かい。温かいだ。そう、この要素も大事ですもんね。アイスかホットかっていうところもね見落とせないから。そうですね。なので柚子蜂蜜で。蜂蜜かな？かな。覚醒でいいのかな。さあ何が来る？あれ？なんか違う。どうなんだろう。柚子蜜っていいのか。でもオリジナルっぽくないですか？でもあれですよね。特殊な名前出てるから、もし失敗だったら、間違ったやつ多分ホット紅茶柚子蜂蜜とかってなりますもんね。そうです。なんか微妙だけど、でも画像デザインがそのオリジナルっぽいから多分大丈夫。そう、あれですよね。間違ってるっぽい時なんかね適当に材料がぶち込まれてる感じで出てくるので、おそらくこれ合ってるはず。なので提供します。よかった、大丈夫だ、多分。よかったお待たせ、当店特製のホット柚子蜜だ。名前もなんかかわいいし。いいね。喉にじわっとしみる。ほら、うちらみたいな接客業はさ、喉をいたわってあげなきゃでしょ。喉は商売道具だからね。いつでもまた飲みに来るといいよ。了解っす。とにかくさ、もうマジで悔しいな。ジュンに会いたい一心で仕事先からダッシュで直行したのに。職場がお近くなんですか？そこのコンビニ。主に夜勤やってんの。そこならわかります。いつもすごく忙しそうですよね。おまけに夜勤は大変そうです。
ああ、君だってそうじゃん。けど、コンビニのお仕事はレベルが違います。公共料金の支払いに、食べ物に、切手の販売に、あらゆることを一箇所で賄っていて。あとね、年末年始はね、クリスマスとか、おせちとか、正月、年賀はがきとか、なんか、節分の時とかは、恵方巻きとか、なんかバレンタインの時はチョコとか、なんかいろいろ売らされるので、コンビニはやばい。はい。もうちょっとコンビニのね、店員さんの待遇を上げていかないと良くないと思う。本当に。ス良くないーパーマンです、本当に。と思いますし、まあ、特にやっぱり、まあ、分かってらっしゃると思うし、インドネシアにはあるはずなんですけど、主にやっぱり日本のコンビニが特にぶっちぎりで、まあ、レベルも高いけれども、まあ、勤務形態とかが異様でやばいっていう、やばい。まあ、世界的にも有名なので、悪い意味、いい意味でも悪い意味でもね、まあ、象徴的に使われてる感じはしますよね。はい。で、しかもブルーさんでしょ？ブルーカラーっていうか、なんて言えばいいんだろう。まあ、やっぱコンビニの方は女性がどう言えばいいんだろう。ブルーカラーサービスクイーンだから、肉体労働者というわけではないですけどね。まあ、いやでもサービス業やる人は、まあ、どっちも肉体労働の要素も当然あるから。そう、なんかね、荷物届いたりとかすると、まあ、大変なんですよね。っていうか、やっぱ、そう、ずっと立ちっぱなしだし、動かなきゃだし、棚の陳列とかもしなきゃいけないから、それなりに、まあでもやっぱそうだ、肉体労働より、でもやっぱ体がきついっていうより、やっぱメンタルきついですね。お客さんが。サービス業なので。そう、サービス業すごい。皆さん、接客のスーパーマンに見えますよ。まあ、それは言えてるかな。そのさ、今夜も、タバコでやられてね。タバコ？そう。シフトの上がり際に、すっとこどっこいな客が銘柄で頼んできやがって。番号でいいやっつうの。これすいません。本当に番号でできる限り言ってください。わかんないんですよ。6ミリで、しかもね、お使いで来た人とかが一番やばいんですよ。何買えばいいかわかんない。ミリ数とかがあるんですよ。7ミリ、8ミリ、6ミリとか9ミリとかってあるんですけど、で、メントール入りかなしかとか、で、なんか赤と白あるけどどっちですかみたいな感じになるので、イエッツのって、まあ言わなくてもいいけど、できる限り店員さんのことを思いやるのであれば、まあ余裕がある時には番号を見て指定してくれると、やっぱ喫煙者じゃないので、タバコわかんないので、まあ番号で言ってくれると助かるっていうところはあります。まあただそれをすっとこどっこいって言っていいかはちょっと別なんですけど、でも難しいな。まあちょっとそう。いいです。ちょっと補足しとくと、もちろん、労働としては当然そうなんですけれども、風花さんの解説で正しいんですけど、やっぱりタバコって、まあ、そもそもめちゃくちゃ体に悪いし、まあ、それはそう。あんまり本当は堂々とああやって街で売るものじゃないので、まあ、日本のやっぱりね、ね JP がちょっとやばいんですよ。そう。やばい。あんなね、タバコをいいイメージで売ってる民主主義国ってあんまりないので、はい。まあ、フィリピンとかそれこそだと、あちらだと、すごいね、肺がんの危険があるみたいなのを前面に出さないと売れないことになってるので、でも日本ってね、いまだにまあスマートな広告で結構売られちゃってるので、かなり危険な売り方をしているし、まあ、コンビニエンスストアで本来だったら未成年も買いかねないような売り方をすべきではないんですけど、はい。なので、目に入るとやっぱ欲しくなるからな。だからね、いろんな意味でやっぱりコンビニで売るのはまずいと思いますね。いや、まあそれはそう。タバコの検品もめちゃめちゃ大変なので、やっぱそうだな、売らない方がいいっていうか、買えなくした方がいいと。そうだな。あと、何年か前なんですけど、なんか電子タバコに変えたから健康って言ってたんですよ。はって言って。紙タバコ、電子タバコも同じようにニコチンもタルもあるよって言ったら、いや大丈夫、電子タバコだからそういう有害な煙じゃないとかって言ってて、
C 社とは、C 社もでもタールとかニコチン入ってるやつはあるとは思うんですけど、うんまたちょっと違う。で、C 社は確かにただの水蒸気だったりすることもあるけど、うん電子タバコは普通にただ、電気の熱で加熱してるので、普通にニコチンもタールもあるので、はいなんかでもそうやって誤解させるような売り方してるっていうところでもやっぱちょっと悪質ですよね、タバコって思います。うん。電子タバコにはニコチンタールフリーのものは一応あるようですね。まあそれはそうだとは思うけど、どうなんでしょうね。それをちゃんと選んであれしてればいいんだろうけど。そう、なんか、そう、電子タバコには入ってないって言い方してたので、ってはなったっていうはい、ところですけどね。番号でというと？そっか、ごめん。タバコってほら、銘柄がいろいろあるじゃん？何せ、200種類とかあんのよ。そんなにですか？そうなの。で、そんなの全部覚えられるわけないから。店では数字で管理してんの。1番はマイルド9で、2番はハッピーストライクみたいにね。なるほど。けど、そのおっさんはさ、かたくなに巻き場っていうわけ。いくら数字で言えって頼んでも、巻き場をくれの一点張りなの。頼まれても言い続けるのはパワハラっぽいかもしれない。なんだかな。けど実際は老眼か何かでラベルがよく見えないらしくって。結局こっそりレジに入れて選ばせちゃった。でもそっか、そうですよね。やっぱ目が見えない方にとっては選べない。タバコってことは差し置いてですよ。普通の陳列としてもやっぱり老眼っていうか、あんまりちょっと目が良くない、視力が良くない方にとって買い物っていうのが困難であるっていう風にはなりますね。なりますよね。なるほどな。店長さんにバレたら多めでも食らいそうです。けど抜け目なくやったよ。巻き場とはまた懐かしい響きですな。今もまだ売っているとは驚きだ。おじさん知ってんの？ええ、父が昔よく吸っていました。子供の頃はよく父に買いに浮かされたものです。すごっ。当時は問題なかったんですよ。その法律が変わるまではね。マジで？昔はタバコもビールも気軽に買えたんだ。そこいらの町の自販機でね。ええ、そうでしたな。その時代のコンビニスタッフが羨ましいよ。今はレジで身分証の確認やら年齢チェックやらあって。めんどっちくてたまんないもん。でも、売ると店の責任にもなるので、ちゃんと聞かない。たまーに、ブチ切れる客もいるしさ。切れる客はマジ論外です。普通に大人ならちゃんと、身分証出して協力してください。はい。マジで理不尽なんですけど。こっちは仕事をやってるだけなのにさ。おっしゃる通りで。いずれにせよ。時代の流れを感じるな。このご時世に子供にタバコ買わせるなんて投稿したら、秒速で炎上するっしょ。炎上？まさか火で焼かれるんだ。それはまた過激な。違う。ソーシャルメディアってわかる？友達いるですか？そう。つうか、おじさん使ったことあるんだ。ええ、息子に言われまして。けど、見るだけです。
息子がその孫の写真を見たければ、アカウントとやらを作って、フォローだかなんだかしとけと。お孫さんいんの？その赤見たい。どうでもいいし。まずは写真が先っしょ。はい。少々お待ちを。あ、かわよ。かわいい。キュウリだ、かわいい。しかもデザインにキュウリがちゃんと入ってるんですね。ね。かわいらしいな。で、ハスの葉っぱっぽい感じですよね。うんうんうん。素敵。ああ、超かわいい。ケンジさんと目が似てますね。そうですか？ちょうど昨日、孫に会ってきましてね。月ぶりに再会したのですが、いや、驚きましたよ。少し見ないうちに随分と大きくなっていて。子供の成長は本当に早いからね。C 社にもニコチンは含まれてるみたいです。紙タバコに比べるとだいぶ量は少ないようですが、吸い込む量も多くなるので油断はならないと。あ、そうなんだ。すいません、ありがとうございます。入ってるやつと入ってないやつがあるみたいな、まあ、種類によるみたいな、それこそ、まあ、感じではあるんですけど、まあでも、それでも、その水蒸気でニコチンもタールも入ってないから、その、有害物質はないにしたって、やっぱりその喫煙を、想起させるものなので、未成年には売りませんっていうのが、まあ、C 社。まあ、ニコチンもタオルも入ってなくてもそういう風に扱われてるので、そうなるとやっぱりコンビニで気軽に売ってるのやべえなって改めて思うし、お酒もそうですよね。あんなきらびやかにね、置いてあったら。だからね。まあだからそのブルーさんのそのギャルマインドすごいんですけど、まあ人にこのだから子供さんのこととか言うのはね、だいぶセンシティブなので、これゲームだからまあそういう展開になっていますけれども、まあやっぱり本人が、今回一応ケンジさんから言い出したのか。そうですね、息子とか孫とかって言い出したので、だから一応本人から言い出したからまだいいけど、本人から言い出してない場合はやっぱり話を興味があっても聞くべきではないですよね。はい。そうですね。子供いんのとか、へーって、奥さんはどんな人みたいな感じで、まあ、奥さんも古い言葉ですけど、まあ、大体そんな感じで、古臭い感じに、古臭い話の広げ方はやめようっていうか、まあ、なんか、そうだな。だから、いろいろ言葉難しいなって思うけど、まあ、でも、この苦労はね、するべき苦労だなって思うので、まあ、ちょっとずつ、なんかしらうまい言い方とかを考えたり、うまい、距離の縮め方もその順を追ってじゃないですけど、なんだろう、ちゃんと相手を尊重した交流の深め方っていうのをやっぱお互いに尊重し合うっていうことはそれができるってことだと思うので、そういう社会になるといいな。私も常連さんの子供を小さい頃から見ているけれども、それこそも瞬きしている間に倍のサイズになってるんだ。ええ、本当に驚きです。私も孫を抱っこして歌を歌ってあげて、そしたら小さな手で私の指を掴んできてね、それはもう至福の時間を過ごせました。それは何よりです。ええ、本当に。ただどうかしたのかい？ああ、はい。息子がですね、私が孫と遊んでいたら、突然振り向いて言うんですよ。育児休暇を取るつもりだと。それも1年ほど。それは悪いことですか？いや、悪いとは言いません。ただ、タイミングがよろしくない。息子は仕事で昇進したばかりなのです。ああ、そういうことね。キャリアを取るか、子育てを取るかってやつっていうか、むしろだから、冒頭にも喋りましたけど、育休を上司が、上の者が率先して取る方がよくね？そうですね。まあ、で、ちゃんと本当に、ちゃんと育児
家事、うん雑事してほしうんいです。まあお互いにね、まあ家族っていうか、まあ一緒の家で住んでるまあお互いに暮らす同居人っていうかは、そういう風にね、してほしいから取れってよい。だから逆にそのね、昇進したばっかりで育休取るなんてって逆にそうやってなんか言ってくるやつの方が間違いだと思うんですけど、やっぱいやだから本当ケンジさんなんかこのなんだろうな、苦しみを全部背負わされてる感じがあるので若干心配ではある。はい、まあ確かに会社が嫌がってるなら難しい選択かもしれないけど、まあ最初は息子も納得していたんです。子育ては妻に全て任せると。ですが2人でよく話し合った末、考えが変わったようでしたな。ああ、そこさんの気持ちもわかるよね。子育てありつけが効かないじゃん。それでも1年ですよ。もう少し妥協点があるのでは。たった1年だよ。キャリアも守れるようなやり方が。あいつはやることが極端すぎて。なので息子にそう説明しようとしたら、こう言われましてね。俺は息子のそばにいたいだけだ、親父。親父は俺のそばにいなかったろうと。ああ、それはきついね。ガツンときましたよ。いやね、私だって好きでそうしたんじゃない。養うべき家族があったわけでね。ですが、そう言い返そうとすると、妻さんが加勢してきて、子供が泣き出して、なんだか急に肩身が狭く感じましてな。それで帰ったんです。それは辛いでしょうね、ケンジさん。けど一度に全てを修復する必要はありません。ケンジさんは退職したばかりで時間が終わりでしょ。だから一歩一歩ですよ。ゆっくりと焦らず埋め合わせをしていけばいいんです。かもしれませんな。実は息子との一件の後、妻を映画に誘ってみたんです。わあ、素敵です。そうこなかっちゃね。けど断られました。そうなの。その日は読書の日だからと、翌日は写真の日だそうで、正直ちょっと傷つきましたよ。妻にはもう私のために、夫のために使える時間は残っていないのかとね。あるいはスーツと同じかもしれないよ、ケンジさん。はい？スーツだよ。古い習慣は抜けないさ。ああ、その話ですか。今思い出しましたよ。そのケンジさんが長年働いてる間に、妻さんは自分なりの習慣を築いてきたはずなんだろ。だからケンジさんがすぐにはそのスーツを脱げないように、妻さんもすぐには長年の習慣を変えられないのかもしれない。あ、店長さんキラッキラじゃん。そうだよ、なんかそんな気がする。奥さんはただ困惑してるだけかも。急にケンジさんに誘われたから？なら妻はただ驚いただけだというんですか。それが本当だといいのですが。だといいね。正直私としては今更なんだよっていうところはあるんじゃないかと言わざるを得ない。そうですね。時代もあってケンジさんが育休を取れるような時代を生きてきてないのは分かっちゃいるんですけど、それでもやっぱりね、妊娠出産の時の恨みは一生ものなのでそうですよね。あとは育児に関してですよね。そう、もちろん。
で子供さんにもやっぱ思われてたわけだからし、うん、やっぱだからこう家計のために働いてるっていう免罪符が日本社会では通用しちゃうんですけど、でもそれって子供からすれば知ったこっちゃないんですよね。っていう話ですよね。まあ、じゃあそれなら家の中で家事育児雑事をするっていうことがその仕事として立派に認められるかっつったら認められないのが社会の不均衡っていうところを全く乗り越えずに定年退職したからやっと家族と楽しく過ごせるぞとしか思ってないんだったらやっぱちょっと軽率ですけど、多分まあこれケンジさんは悪人じゃなくて多分こういう話を、我々にさせるためのストーリーテリングだと思うので。そうですね。絶対そうだってケンジさん。だってさ、きっと数年ぶりのお誘いでしょ。まあそうですな。だったらこの私だって驚くよ。うちの旦那急にどうしちゃったのってさ。だからめげずにまた誘ってみなよね。妻さんも今頃きっと近所でどんな映画やってるかチェックしてるはずだって。君はどこまでも前向きですな。とにかく私はそろそろおいとましませんと。もう夜はこれからなのに。電車に乗り遅れるとまずいのですよ。でも話せてよかったです、ブルーさん。誠によろしくお伝えください。任せといて。けどさ、帰る前に一つだけ言わして。何事も食わず嫌いはもったいないよ。純の曲みたいにさ。驚くほど良かったでしょ。それはどうですかな。いい驚きであれ、嫌な驚きであれ、どっちにしたって驚くのは一緒じゃんね。おっと、そろそろ本当に行かないと。それでは私は失礼します。おやすみなさい、皆さん。おやすみ、ケンジさん。おやすみなさい。あやっしー。ケンジさんめっちゃ面白いじゃん。お目当ての順には会えなかったけど、それはちょっとね、こっちからすると不幸中の幸いなんだ。なかなか楽しいおしゃべりだったぞ。そういえば順は大丈夫かな。ネットでひどいこと書かれてたし、今夜は大変だったみたいだね。最近は災難が続いてますから。週刊誌や新聞にあることないこと書かれて、アーティストはマジ大変だよね。だってファンはジュンの曲に救われても、ジュンの曲はジュンを救えないじゃん。確かにそうですね。ファンってあまりに無力だよ。わかります。けどファンでいるだけでも少しは意味があるんじゃないですか。だといいけど。ちなみにどの曲です？ブルーさんを救ったジュンさんの曲は？すみません。つい聞いちゃって。ただ私にもわかるので。私もジュンさんの曲に救われてきたから。そんなに急に気になっちゃった？もちろん無理に答える必要は全然いいって。そうだな。
好きな曲はいっぱいあるけど、あえて一曲を選ぶとしたら、やっぱり暗闇の色かな。ああ、私も好きです。名曲ですよね。暗闇にも色があるんだ。君がまだ知らない美しい色が。あ、そうそう、そこそこ。あ、ゲッとくるよね。ジュンさんがそれを書いてるっていうのがすごく重いですよね。そうですね。うん、川がそう埋め立てるとともに絆を失って視力を失ったジュンさんが暗闇の中にいるけれど、いろんなっていうところだと思うので、はい、なんか、しみるな。聞いてないのに名曲だと理解している。名曲ですね。君よくわかってんじゃん。一時期さ、私人生どん底の時があって、たまたまあの曲を聴いたんだ。で思ったわけ。もしも世界が真っ暗なら、自分で色を塗っちゃえばよくねって。そうしたらびっくり。マジもう雷に打たれたっていうの？まだいろいろ大変だったけど、ふっと心が軽くなってさ、ようやく自分の人生をつかめた気がしたんだ。そうなんですね。あれ？でも、それって歌詞の意味と違いません？どういうこと？私はあの歌は苦しい時でも少し視点を変えたら希望は見えてくるみたいな意味なのかと。なるほどね。けどそれって君の解釈じゃん？好きだけどさ。歌詞をどう捉えるかはリスナーの自由で、大切なのはその曲に心を動かされる歌詞よ。まあそれはそうですね。けど本当にいい曲だよね。本当に。そうだ、これ知ってた？ジュンが最初のアルバムのために暗闇の色を描いたのって。やっば！どうしました？今思い出したわ。明日早番だったんだ。急に代役頼まれちゃって。それは大変ですね。もう今から憂鬱になってきた。けど何が一番嫌ってさ、制服がスーパーダッサいの。けど君の服ってめっちゃかっこいいよね。その手袋みたいなやつすごくサイバーパンクっぽくてスタイリッシュで、この街の雰囲気にぴったりじゃん。これは手袋じゃないんです。義肢なんです。少し前に事故に遭って大きな手術を受けたんです。そうだったんだ。ごめん。私知らなくて。いえ、仕方ないですよ。結構大変な人生を送ってきたんだね、ビンさんは。けどやっぱりかっこいいよ。ありがとう。すごく嬉しいです。それに
君はジュンのファンでしょ？だったらもうちらもう12個だし。あ、そうだ。私、ジュンのファンページ持っててさ。それはすごいです。ジュンネーションっていうの。チェックってみて。あれか。あのアカウントか。なるほど。やっぱブルーさんだったんだ。なるほど。ブルーさんが管理人で、ジュンネーションが、非公式ファンサイトのアカウントってことですよね。だからこれ書いてるのもまあブルーさんですよね。ブルーさん、どっちを書いてるのもブルーさんですよね。はい。なるほど。まあこれでつながりましたね。ね。あとやっぱ暗闇の色のルーツ話してほしいですね、ブルーさんね。そうですね。いやけどね、夜勤入った人に早番頼んじゃダメですよ。倒れますよ。睡眠時間多分3時間ぐらいしかない。でも家帰っていろいろなことして寝て起きてまた出勤準備してってなったら3時間寝れないですよ。いやー本当にそうですよね。でもコンビニってこういうことがまかり通るんですよ。やっぱちょっと待遇とか改善しましょう。はい。ジュンさんのだから暗闇の色の解釈としては、自分で世界を色塗っちゃえばいいっていうことで、まあ、ビンさんは少し視点を変えたら希望見えてくるだから、それぞれのやっぱり人生に引き付けた解釈をしてるのかな。微妙に違いますよね。でも実際、でもやっぱり受け取る側ってそういう風に受け取るんですよね。自由に受け取る権利があるので。そうですね。もちろん差別とか誹謗中傷とかは別ですよ。やっぱ別なんですけど、そうやって発信されたものをどう捉えるか、それをどう己の希望に世界の未来につなげていくかっていうのは我々に託されて委ねられているっていう点もあるので、そういうふうなことはすごく思う。でそしてあれでしょ、でジュンさんがこの暗闇の色を書いた時の話をしようとしたけど多分話を切り上げたんですよね、確かブルーさんが。そうですね。夜勤だからっていう代金だから。そう気になるよ気になるよ。赤のフォローも忘れずにね。そしたらフォローもしとくから。もちろんです。よろしい。じゃあまあ明日は早いから私もそろそろ帰るとしますわ。けどこの店気に入ったしまた来るよ。今後はこの顔を嫌ってほど見ることになるぞビンさん。覚悟しといてね。もっと純の音楽の話しようよ。はいぜひ。そしたらまたね。おやすみブルーさん。おやすみなさい。さっきの会話の危うさに1個触れておかないといけないんですけど、ヴィンさんの、手袋を褒めたつもりだったけど、いや手袋じゃなくて義手なんですっていうやり取りがあって、でもそれやっぱりかっこいいよっていうのあったんですけど、これもだいぶ危うい会話ではある。まあそうですね、ちょっと危なっかしいですね。そうだからかっこいいと思うよっていうのは励ましにもなるけどどん底に突き落とすとどめにもなりかねない言葉なんですよね。例えば、まあ、そういうふうに、まあ、本当にこっちはかっこいいと思って何も知らずに褒めたけど、その当人からするとそういういろんな経緯があって持っているものでどうしたもんかなってなってるけど、でもかっこいいよって言われて励まされる人がいないわけじゃもちろんないと思うんですけど、だいぶでも稀有だと思います。本当に何も知らないくせにってなっちゃったりだとか、どん底に突き落としちゃったりとか、なんかとどめを刺しちゃうっていう危険があるので、やっぱちょっと何を褒めるかっていうのとか、どういう褒め方をするかっていうのも考えていかないと。やっぱ日本
なんかやっぱ我々の文化、日本語の文化って、なんか褒めるときってやっぱその知識とか教養を褒めたり、見た目とかを褒めたり、そういう体のどこかを褒めたりっていうことが多いので、なんかやっぱちょっと、そこもやっぱちょっとずつ脱却していかないと、気の置けない中になれば、お互いにそういう風な好きなところ上げてけでいいと思うんですけど、初対面でいくら同じファンでシンパシー覚えたっていうことであったとしても、やっぱ何かしら危ないところ、何か金銭に触れてしまうことがあったりとかで、それのおかげで救われる人もいれば、もうどうしようもないぐらい打ちのめされちゃう人もいるので、でもやっぱそうやって一か八かになっちゃうんだったら避けるべきかなって思ったりもした。これはね、でもコーヒートークっていう優しいゲームなので、それはこれはこれで演出としていいかなとは思うけど、やっぱ我々が現実世界でそういう風な何か言葉を選ぶって時に、そこはちゃんと考えないといけないなっていうのを改めて感じました。はい。そうですね。ただ今回先にそのブルーさんが触れたのはあくまでファッションの話だったんで、それは別にそこまでね大きな問題になることは少ないと思うんですけど、今回の場合はたまたまそうだったので、そこは素直に謝罪して終わりってするのが、ベターであるかなと思いますよね。あんまり余計なこと言うべきではないですね。はい。っていうとこかな。ビンさんが納得してくれたからよかったけれどもっていう、それはたまたまだったっていうことですよね。かなって思います。なんだか元気そうだよ。そう見えます自分でも妙なんですが、今夜はあまり疲れていなくて。それはよかった。けど、この痛みっていきなり来るんです。そしてそうなった時は遠慮なく休んでくれ。はい、もちろん。ありがとう、バリスタさん。お安いご用さ。そしたらブルーさんが言ってたファンページをと。終わりか。カプチーノ、イタリアの喜び。イタリアの喜び。はい。ということで、4日目が終了しました。お疲れ様でした。です。いやー、なんか4日5日とも内容、3日4日とも内容濃かったな。そうですね。はい。内容濃いからこそ、なんかここは言っておかないとダメだなって思うこととかがあったりとか、で逆に私が大失言しまくるとか、でもそれも、たまたまですけど、それを今私が思い知ったことで今後生かされていくっていう、そうですね、ただで転ぶなっていうね、ただで転ばないっていうところですけど、でもそうやってやっぱ自分の中に刷り込まれてる何かっていうのをこのゲームを通して見たり知ったり感じたりできるっていう点で、やっぱりこのゲームすごいなって思います。本当コーヒートークすごいですよね。1も2もそうですけど、この東京もすごいですね。はい。ということで、コーヒートーク東京実況2回目でした。お疲れ様でした。最後まで、長い時間を見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ですね、ということで、よかったらチャンネル登録、高評価して、来週はちょっとすいません、ガラスマラジオ3周年なんで、ちょっと、特別配信をしようと思っているんですが、また22日からね、再開していこうと思ってますので、よかったらチェックしておいてください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい。ということで、
どうしようかな。ただね、来週のちょっと予定というか、まあ、これからいろいろ考えていこうというかですね、明日ちょっと13時からまた、13時か14時ぐらいからまたちょっと作業配信して、まあ、なんとかですね、動画どっくりを進めていかなきゃと思い、メンバー限定の方はですね、すいません、最後になると思うんですけど、お付き合いいただければと思います。で、まあ、その進捗具合とかでね、ちょっと来週何するか考えたりとか、まあ、作業できたり、まあ、もしかしたらコーヒートークできるかもしれないし、まあその辺もですね、まあ風花さんと相談しながら決めていきたいと思いますんで、よかったら、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。ここ最近やさぐれてたので助かりましたという、よかった。よかったです。ありがとうございます。これからも頑張っていきます。はい、お疲れった。お疲れったがなんか流行させられようとしているな。はい。なんだ。スカーレッタ息とね、お疲れったで。いやでも語呂いいですね。ありがとうございます。ノミネさんの意思を受け継ぐ人たちがいや受け継がなくてもご本人いらっしゃるしということでですね、ノミネさんもいつもありがとうございます。戦争虐殺差別あらゆる加害に反対していきましょう。お願いします。はい、ということで本日もお疲れ様でした。お疲れでした。ありがとうございました。おやすみなさいませ。おやすみなさいませ。